綾代家の当主が無念の死を遂げたとき、満月の夜によみがえる。明神村に残る不気味な伝説。綾代菊の不審な死から起こった事件。じっちゃんはただのじっちゃんですが、なんだかんだで謎は必ず解いてみせる。じっちゃんの何かけて。チャリンチャリン。ティンティンティンティリンティ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 ン。ティンティティティンティリティティンティティティン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 ティリティティンティティティン。はい、皆さんこんばんは。ミスタースプリングです。このチャンネルは、ミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信をしております。ゲーム好きな人が気軽に集まれる、場所になればと思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録やチャット、コメントをお気軽にしていただけたら嬉しいです。その他にも、配信スケジュールとか、前回の動画の URL とか、あとはね、チャプターですね。あと、これだけは守ってねっていう配信上の、ルールとか、もろもろは動画の説明欄の方に載っておりますので、よろしければね、お暇の時に見ていただけたらなと思います。はい、では改めまして、マンダムさん、マーさん、シンソーさん、肉まんさん、こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。持て余したファーストレーションだね。gonna easy day, you gonna easy day。嘘を飲み込み静かに眠ってるマンセリー。知ってる知ってるけど出てこん。知ってる知ってるなんとかマリオネット。マリオネットです。マリオネット。はい。知ってる人が出てくる。これボーイです。ボーイか。はい。鏡の中のマリオネット。うるさい。マリオネット。好きだもんね。大好きだね。好きだもんね。マンダムさんが19時よりフライング待機。あまりにもフライング。びっくりしちゃった。マーさん今日は良かった。よかった。最初からいてくださるかな。いてくださってよかった。完結できるかどうかがちょっとわかんないんですけどね。僕の泥酔状態次第。でもいいとこまで行ったらさ、やっぱもうちょっと最後まではもう行きたいなと。行きたいよ。完結できるかなって感じ。そう、もう4本も4本も開けたの？マジで飲んでんじゃん。結構飲んでんね。強いね。じゃあ早速ちょっと私乾杯しますか。はい。皆さんも今日はね、そう。持っていらっしゃる方はマーさんが紹介してくれたはい。酒を売る犬？酒を作る猫。酒を売る犬。猫が先じゃなかった。犬が先だった。いやね、肉まんさんはジュースで。ジュースかお茶で。いいかな。じゃあ、乾杯。じゃあいただきます。はい。すげえ。すげえ。お酒だ。すげえ。ホットカルピスにお酒の味がする。すぐはめっちゃ弱いんでね、カルピスで割ってあげてます。お酒の味がする。でも美味しいよ。すっげえ美味しい。カルピス熱燗でね。熱燗でカルピスで割ってあげてる。画像用意すればよかったね。そうやね。美味しい。でもすごい美味しい。じゃあツイッターにあげとく。写真撮る今。じゃあちゃんとしたやつをね撮ろうかね。はい。そうあらすじ国家。陳宗さんのもうまんま読みます？まんま読もうかね。じゃあどこだ。ここにはないのか。ここにはなかった。はい、前回のあらすじが気になる方は、コメント欄の新宗さんの、書いてくださっているあらすじ書いてくださってますので、ぜひね、読んでいただければ、声に出して、読むと、
村人たちの噂と今日が満月なことに不穏な気配を感じる主人公。次の日訪れた天地の部屋で幹事が殺害されたことを知る。警察はアキラを疑っているようだなって感じですね。うんですです。ティリリリティあ、ごめん、俺一つこれまあいいや。あとさ、最初のパロディみたいなのみんな分かったかな。分かったかな。じゃあもう一回見る。もう一回すんのあれをでもね、あれ見ちゃう。金蔵さんとか知らなそうなイメージがある。まあね、そうだね。若い方は知らないんじゃないかな。私は見てなかったから知らなかったけど、うん。あれの元ネタ分かる人いるのかな。分かる人はいるんじゃない？分かる人いるまさかのアンコールですか？いや、あれね、マイク入らなくなるから。丸々聞かないとダメな。ちょっと待って。できるかな。まあ喋りながらちょっと準備してみるか、じゃあ。うんおじいも慌てて一本開けた。よかった。キンキンに冷えてやがるって。キンキンに冷えてやがる。そう悔しいだがそれでいい。それ何？ごめん知らんけど。嘘でしょ。何待っただ。何なの？何？あれじゃん。カイジはほらちゃんと見てないから。カイジのアニメでさ、悔しいだがそれでいい。映画であったそれ。映画であるかな。どうなんだろう。乾杯に合わせてごめん。はいや。ちょっとねいけるかもしれない。ちょっと一回してみようか。もう一回流してみる。綾代家の当主が無念の死を遂げたとき、満月の夜によみがえる。明神村に残る不気味な伝説。綾代菊の不審な死から起こった事件。じっちゃんはただのじっちゃんですが、なんだかんだで謎は必ず解いてみせる。じっちゃんの何かけて。チャリンチャリン。ティンティンティンティリンティ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 ン。ティンティティティンティリティティンティティティン。これ本当楽しいの俺だけなんじゃない？ティンティリンティ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 ン。楽しそうに作ってたもん。これ多分楽しいの俺だけだよ。はい。わかるかな？わからない。でもマンダムおじいは正解ですね。そうだね。多分そんな感じ。お酒が進みます。これあれですよね。金田一少年の事件簿のドラマ版。金田一少年、違う、ごめん。堂本剛バージョン。はい。堂本剛さんバージョンのやつですね。最初がああいう始まり？そう、ああいう始まり。で、ただね、一個ね、皆さんに、謝罪をしないといけないのは、僕、トゥルルルトゥ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 ルって言ってるんだけど、あれ多分ね、T だね。ティリリリティ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 リだね。すごいどうでもいいね。多分 T だね、あれ。T な。トゥじゃなくて T だね。いいか、大丈夫。そんな気づかないよ。で、あとね、テンテンテンテレンテンの始まりが、タタタタタって始まるんだよね。タタタタタティンティンティンティリティって始まるから、そこだけだね。作り込みの甘さが露呈しちゃったから。露呈しちゃった。じゃあ早速ゲームするか。もう飽きたでしょあなた。G スクエアに聞こえるって。G スクエアに聞こえるの？ G スクエア？わかんない。G スクエアってなんだろう。F。F。F1。なんだっけ、あれだ。わかる。わかんの？わかる。F1 でよく流れるやつだよ。後で聞かせてあげる。謝罪イコール感想だってよ。マジか。ちょっとゲーム画面映すわ。そうだね。じゃあ、とりあえずあらすじじゃないけど、あゆみちゃんが読んでくれるあらすじを見てみようか。金田一のドラマ一番新しいやつしかわからんって。わからんか。そうだよね。
確かにそうだわね。ちょっとあらすじ見てみよう。さっきの新宗さんのやつはあらすじっていうか見どころおお。みたいな。なあらすじ確認、はいします。遺言公開直後に突然の死を遂げた綾代商事会長綾代菊の調査を進めていたあなたは、あ、これ菊の甥あれでしょ。綾代幹事が屋敷裏の土蔵で他殺体となって発見されたことをテレビのニュースで知る。現場に駆けつけたあなたは幹事の遺体のそばに落ちていた土蔵の鍵を発見する。土蔵は長期間使われておらず、鍵は生前の菊が愛用していたタバコ入れにしまったままだったようだ。その土蔵に保管されていた骨董品のいくつかがなくなっているらしい。さらにタバコ入れも菊が亡くなった日から見当たらないようだ。これをアキラが取ってったんじゃないかってところでうんうん。終わってたんだよね。うんうんうん。あ、初代放送は生まれてない。初代なの？ローマと。あ、そうそうそう。初代金田一少年。へえ。白かったんだよな。昨日も見てたもん。そう、昨日も見てた。大好きでさ、俺、金田一少年の事件簿。剛くんのが好きなの？俺、剛くんが好き。剛くんのやつが、断然好き。では熊田院に行ってみます。はい、行ってみましょう。はい。はい、お気をつけて。友坂理恵若かったわ。そやっぱ初代の時って、小学校うん。その時に見てたの？うん、小学校だかな。で、その時のね、衝撃だよね。こんにちは。そうね。うん。おお、君か。恐ろしいことになってしまったそうそう、ぞ。漢字がね。そうそうまさか幹事さんが殺されるなんて。それで先生から僕に話があると善蔵さんに伺ったのですが。うん、その漢字についてなんじゃ。うん、なんだろうね、漢字についてなんじゃ。骨董品とはファミコン本体のこと。あったもんね、蔵に。フあったァミコン本体。あったが、多分ね、これも含まれるのかな。でも、こんなとこにもったいないって言ってたから。言ってたね。だからね、なんだろう。まあ、その骨董品を僕は買おうとしてるんだけどね。買おうとしてる。漢字のことかな。漢字のことだろうね、多分。聞いてみようか。君が来る前にわしも検視に立ち会っとったんじゃが。お、クティさんこんばんは。今日もありがとうございよほどます。不意をつかれたんじゃろうか。見事に真正面からやられとった。解剖の結果を知らせてくれと一応頼んでおいたぞ。おう。ありがとうございます。解剖結果聞けるんだ。いや、まだわかんないのか。盗まれたのはベースボールとマリオブラザーズで。ある。いや、取り立てて話すことはないな。全漢字のことについて聞きたいんだけどね。タバコ入れじゃと？いや、知らんな。なんか漢字が。菊さんも昔はなかなかのヘビースモーカーじゃったが、わしが注意してからはきっぱりやめておったぞ。確か旦那さんの影響だったっけ？うん。旦那さんが吸ってたんだよね。そう。間違えた。いや、取り立てて話すことはないな。そうだろうね、多分。医者のタバコやめろは聞くよ。まあそうだね。自分に身に迫る何かがあればね。なんか聞くよね。しつこいの君も。ゆりさんのことなら原神に聞いた。分かった。聞いた。大丈夫聞かないから。パンダは？綾代家の顧問弁護士じゃな。あ、何かこの前と一緒か。アキラ？容疑者は幹事さんの息子である綾代明だそうです。何？そうじゃったか。そりゃ被害者が油断したはずじゃ。自分のせがれにやられるとはの。
本当にそうなんだろうか。思い出してみる。主人公いつもだよね。ああ、なんかあるかな。アキラもう一回聞く？親を手にかけるとはの。ないか。見事に真正面からやられとったな。解剖の結果待ちかじゃ。いや、あ、ないか。これ調べるわ。と言ってない。調べる。どこ？何？お前さんのも取ってやろうか。もちろん有料じゃが。実は少し怪我をしていまして、今更なんですが心配になってきたんです。おや、そういえば頭に怪我しとるようじゃの。今まで気がつかなんだが、レントゲンを取るほどの怪我でもなさそうじゃな。落ちた時のやつかな。ならよかった。4、5メーターから落ちてるからね。どうしてそんな怪我をしたんじゃ。まさかこんな発展すると思わなかった。実はうなかみの崖で全然こんなにまさかだった。あんなところで何しとったんじゃ。よほど特別な用事でもあったんか。あそこは自殺の名所じゃ。人も寄りつかん。だというのにわざわざ出かけていったんじゃろうか。まさか俺お遊びでレントゲン撮ったのに。あいあいさんこんばんは。今日もありがとうございます。あ、今回はあいあいさんのそうそう、あれを提案してくださったやつを取り入れましたよ。でもそっか、ダメだ。マイクが切れちゃう。まあよかったらあやさんアーカイブでね確認していただければ、最初の方のねオープニング画面がねあやさんご提案のやつなんで。CM の時、CM の時でもいいね。確かに CM ってCM の時でも確かに。本当に僕はあの日、何のためにここへやってきたんだ。誰かに呼び出されたんじゃないの？そうらしいね。バックログ覗いてみたって。マジで？パーだった。それどころかここへ来たということさえ思い出せない。あやさんありがとうね、本当。いい感じに。僕がここで誰かに会うと電話してきたと言っていた。そうだよね。そうそう。誰かに会うために。前座さんも僕が誰かからの電話を受け、重要な情報が手に入るかもしれないと出て行ったと言っていたが、ダメだ。何も思い出せない。調べる、移動する、思い出せないって言ったばっかりだもんね。なんか調べることあるのかな。あたり。ここはうなかみの崖のてっぺんだ。ほとんど人の行き来はないようだな。なるほど。どっかある？崖の先端？この崖は自殺の名所だったのか。特に変わったところはないな。主人公ね、すっげえあれなんだよね。ここから4、5メートル下に僕が天地さんに助けてもらった草むらがある。そうそう。でも天地はなんでこんなとこにいたの？じゃあめったに人が近寄らないこんなところに何のためにいたの？ある？なんか別にこれといってだね。静かな海だ。といって何もないよね、多分。新しいものはないな。なさそうだね。移動するか。無理だ。怪しろ家かな。ね、こんな、でもさ、最後に、だからこそこんな綺麗なところでっていうのもあるのかもしれないね。
せめて最後ぐらいは。そういうのあるかもね。ね。怪しろ聞いてみるか。ごめんください。はい。あれ、誰も出てこない。誰もいない？誰もいなあ、じゃあ違う？い？違う？門の扉が閉まっている。おじゃあ違あ、うんだ。違うのか。じゃあ、明神寺？あ、神楽寺か。明神。神楽寺か。うん。ここかな。おお、あんたか。また伝説の話を聞きたいのか？あ、いや、そうではなく、実は昨夜綾代寛治さんが殺されたんです。なに？本当か？それで犯人はもう捕まったんじゃろうな。住職の家にはテレビがないのかな。あ、いえ、まだみたいですけど。ちょっと聞いてみるか。なんか気づいたことある？あれから何か気がついたことはありますか？別に何もない。怒らんでもええじゃないの。原神さん、なんかあ、そうう、ん、そう。様子が変だな。様子が変。様子が変。アキラは？あ、なんか知ってるぞこいつ。じゃないのか。菊さんが蘇ったんですかね。なんちゃって。ああ、あんなものは迷信じゃ。村人が勝手に騒いどるだけじゃ。何？すまんが今日はもう帰ってくれんか。どうした原神さん。原神さん怪しいぞ。さ見てみようぜ。ここに菊さんが眠っている。あ、なんもないか。勝手なことをしない方がいいだろうな。そう、なんでそんなイライラしてんの？泣くよ俺。原神さんがどけたからなんか見えることあるのかな？見れるの特にないか。どれ？崖の上、ここで何かあるのかな？なんか逃してる？なんか逃してる。あと見るぐらいしかできないそうのかな。日か。ここが参道に当たるのだろう。歩けるように整備されている。ないでしょか。なんかあるか？原神さんがいたとこらへん。なんもなさそうだけど。なんもなさそうだけどな。なんもないか。じゃあ開ける？開けられそうにない。だよね。思い出すことある？それにしてもさっきの原神さん、本当にどうしちゃったんだろう。なんか様子が変だってことを思い出す。あ、なんか思ったんだね。これはもう間違いがないことだ。誰もいないよね。地面の奥深くからいやー、何？怖っ。人たちの声が聞こえてくるのをホラーじゃんかそれ。怖っ。いや、崖の上しかないよ。もう一回戻る？本当に僕はあの日、何のためにここへやってきたんだろう。いや、それどころかここへ来たということさえ。これさっきと一緒か。ここに何かある？神楽寺か、ここ？神楽寺か、ここでしょ？ここはうなかみの崖のてっぺんだ。
なんだろうね。やっぱここ調べる右側の崖じゃない？崖の右側こじゃないの？こから4、5メートル下に、そここから4、5メートル。なんか何か手がかりないのかな？寺？ここは自殺の名所ってことだけど。よし。あ、ちょっと見に行ってみよう。進んだ。おい、危ねえぞ。あれ？うわ、びっくりした。ああ、わしはこの村に住んどる平吉というもんじゃ。平吉さん。平吉さん。ここは自殺の名所じゃから、ひょっとしたらと思うて声をかけたんじゃがの。うん。違います。すいません。紛らわしいことをして。何？うん聞いてみようか。うん。崖のこと。崖のこと、うん。うなかみの崖はいつもこんなに寂しいんですか？ああ、そうじゃ。ここへ来るのは土地のものでもわしぐらいのもんじゃろう。下の浜でもめったに人は通らんしの。じゃあなんでからアマチ？誤って落ちたとしても誰も気づかないじゃろう。なんでアマチいたの？それも自殺の名所になっている理由の一つなのかもしれないな。うん。二つのこと聞いてみるか。ここは自殺の名所なんですか？そうじゃの。ここから飛び込んだら海に落ちるまでに気を失うから楽に死ねるんじゃろう。それで名所になったのかの。ところであんた、よくこの崖にやってくる女の人を知らんかの。あゆみちゃんそれあの時だけじゃないの？だけなの？えらいべっぴんじゃったが、どこの娘じゃろう。ゆりさんじゃなくあゆみちゃんじゃないの？て。え女の人。べっぴんさんに会いに来たのに、いたのはお前さんだけか。残念じゃの。ここによく来るの？よく来るんじゃないの？あゆみさん。お手伝いさん？あああ。お茶目なおじいちゃん、かわいいね。男はいくつになってもべっぴんさんに会いたいんだろうね。なんだかすみません。今日はもう姿を見せんようじゃし、わしもそろそろ帰るとするかの。べっぴんさん呼ぶ？美女？平吉さん以外に人影はない。呼んだところで誰の返事もないだろう。だとしたらなんで呼ぶが呼ぶがあるのよ。あれでしょ？べっぴんさんって呼んでるってことでしょ？誰もいないのに。先生と同じくらい好きってここのおじいちん。ゃん。これはさ、ちょっと考えてみようよ、美女。美女ね。あゆみちゃんか、あかねさんか、うん。あずさゆりささ女性ってこの4人ぐらいでしょ？まあまあそうだね。あとばあさん。まさか看護婦さんはな看護いでしょ。師さん。看護師さんね。熊田委員の。そう、あの方も可愛かった。これさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。そう、火曜サスペンス劇場のエンディングの場所じゃないですよ。そうじゃない。そう、私もまーさんと同じゆりさんかなって。でもこのおじいさんが、俺に知らないかって聞いてるぐらいだから最近のことじゃないの？で、その人にまた会いたいから来たってことは、でもさ、このおじいさんがさ、いうべっぴんさんっていうのはさ、まあ大体年齢が決まってこん。まあそうか、あまりにも若いとさ、べっぴんさんとは言わない気がするんだけど。確かにそうか。べっぴんさんの候補者は多いよね。みんな可愛いもん。そうなんだよ。これに登場する美女はいっぱいいるんだよ。
何無天老師？無天老師、無天老師、あ無天老師無天老師。ピチギャル好きだしねってそれは何？ドラゴンボール？あ、そうそう。あれ、亀仙人のこと。亀仙人のことを無天老師っていうの？無天老師。亀仙人の本当の名前じゃないけど、うん、亀仙人ってあだ名みたいなもんでしょ。なんとか仙人みたいな。そうなんじゃあちょっと、事務所戻るかもうこんな。時間か。そろそろ事務所に戻ろう。じゃあ僕はこれで。これ無かな？無天老師かな？ただいま。おかえりなさい。ねえ、ニュースを見たわ。殺人事件が起きてしまったわね。被害者の息子が指名手配されたようだけれど、犯人はそのアキラという人なの？それがね、まだわからんのだよ、あゆみちゃん。警察はそう考えているみたいだよ。でも一番怪しいからね、アキラ。いろいろ調べて今のとこみないとろ無だね。本当のことはわからないよね。そうよ。頑張ってちょうだいね。ウィ、もちろん私も手伝うわ。ウィ、早速だけど、ウィ。社長が亡くなった綾代商事はどうなっているのか、調べてみたの。どうやって？きっとあなたの役に立つと思って、これどうやって調べてきたの？社長の幹事が死んだことで、ついに専務の次郎が綾代商事の実権を手に入れただろうね。そうだよね、だろうね。ジローが。その次郎だけど、早くも仕事に戻って、今では自分の都合のいいように会社の組織を整理し始めたらしいわよ。なるほど。今まで会長の菊や幹事の陰にいた次郎は、ここに来てまたとない機会を得たというわけね。なるほど。ありがとう。参考になるよ。じゃあ今日分かったことを整理して推理してみよう。推理する？そうだね、推理してみようか。幹事は土蔵の中で殺されていた。幹事のそばには土蔵の鍵が落ちていて、アキラの指紋がついていた。ほんと、あゆみちゃんの方がよっぽど探偵だよね。そうね、一応一員やしね、そう。事務所なんで。一員というか、もう主戦力だよね。すごいよね、この人。さらに土蔵の中にあった骨董品のいくつかがなくなっている。アキラは菊の寝室に出入りが自由だったらしい。そしてスーハタが出るか、鈴ハが出るか。どっちだろうね。私はもう予想はしてるよ。あ、そうだね。もう答えじゃないや。すずらんさんの答えは聞きました。今のところ2人いる。らしいね。あなたの中ではね。候補がね。それは何？ちゃんと道筋立てて推理したの？それとも、ドラマ見てる主婦の勘？相棒と赤い霊柩車を見てきてのあれ？経験経験。そう、今日は飲みながら。そう、今日飲みながらやってます。日本酒を。マーさんからおすすめしていただいた日本酒をね、カルピスで割って、ホットで飲んでるわ。熱燗か。古畑がないって。あゆみちゃんすごい子か。すごいんだ。一人に絞った予感。そうなんだ。酔ってるから外れそう？菊の死体が発見された朝、寝室のタバコ入れが消えた。そのタバコ入れには土蔵の鍵がしまわれていた。寝室から鍵を盗んだアキラが土蔵から骨董品を持ち出そうとしたところを幹事に見つかり、そばにあったナイフでぐさり。いや、その線は俺ないと思ってんだよね。いくらなんでも。だってさ、そもそもアキラって、周りがダメだって言うぐらいのレッテルを貼られた人間でしょ？別が骨董品をさ、持ち出そうとしたぐらいでさ、幹事が、父親がさ、そんな、なるかね？
と思う。怒るは怒るかもしれないけど、アキラはないと。ね、ないよアキね。ラはないと思う。こんなナイフでさ、ぐさりと刺すぐらいの口論になるかな。ねえ。ならんと思うんだよね、俺。あすずさんお疲れ様でありがとうございます。これさん。いや、でも、つづらんさんも飲んでますからね。私はもうお湯で割らないで飲んでああ、なるほど。る。もう。日本酒飲みやすいんだよね。そうなんだよね。スーッと入んだよね。そうあ、チェンジしますって。日本酒にチェンジ来た。日本酒。ファミタンシリーズの今はプレイできないやつで主人公もやってるんです。すごい。そうなの？あ、そうなの？あゆみちゃん？へえ。しかしそんなすごい子なんだ。幹事はなぜ普段人の来ないはずの銅像なんかに行ったんだ。そこなんだよ。それともう一つ、そこ。あゆみちゃんスプ三郎よりすごいじゃん。幹事が死んだことで次郎は一気にね綾代商事のトップに躍り出た。実はね。え。ね僕に話も聞けてないし、あの態度どうも気になるな。酔いどれ夫婦。酔いどれるかな。すずらんさん結構強いからね。私は大丈夫。んふうくんが心配。そうだな。幹事か。確かに幹事じゃなかった。次郎か。話を聞いた限りでも次郎の態度は気になるわね。アキラが容疑者と考えるのは自然だけど、自然なんだけど、状況証拠と考えれば。でも俺、アキラじゃない気がする。幹事と対立していたみたいだし、会社でも何か噂になっているかもよ。次郎もね、シンプルすぎる。だって、幹事を殺害しても、間違いなく、自分がメリットある立場だから、うん。そうだね。そんな簡単にじゃないけど、いるかな。待てよ、アキラは遺言公開の日誰かに会っていたとあずさが言ってたな。あゆみちゃん、その可能性のある人物を調べてみてくれないか。わかったわ。アキラのことは私に任せてちょうだい。オッケー、任せる。アキラが本当に骨董品を盗んだならどこかへ売り飛ばしているかもね。頭いい。そのあたりから探ってみるわ。あなたは一度綾代商事へ行って次郎にもっと話を聞いてみる必要があるんじゃない？聞いてみる必要あるね。そうだね、もう少し情報を聞き出してみるよ。それと一つ気がついたんだけど、あなたが半袖のシャツを着ているところって初めて見たわ。そうだっけ。どういうこと？それじゃ明日も忙しくなりそうだし、ゆっくり休みましょう。乙女か。乙女か。焼けるのちょっとやだって。たたり。たり。たたり。マーさんのこれはなんていうお酒？なんていうの？次郎さんに話を聞こうと綾代商事に来てみた。室か。色か？濁りってこと？濁り酒ってこと？濁りってことかな。ろ過してないってことでしょ。違うのかな。無ろ過の生酒だって。あ、ほらほら、やっぱなんかあるよね、そういうの。なんだっけ、ハニカミだっけ。これお酒のそうそう、なんかこういうのさ、体にいいっていうイメージがあるんだよ。発酵食品だからね、お酒って結局。断られてしまった。急な来客には応じないってことか。無ろ過の生酒だって。ひとまず通りかかった社員に聞き込みをしてみよう。ああ、なるほど、社員にね。あれよあれ、そうそれそれ。あれよあれあれ、そうそれ。あゆみちゃん主人公のファミタもリメああ、イクしてほしい。そうだね、リメイクしてほしいね。確かに確かに。話を聞いてくれそうな人がいるといいんだけど。あの人はどうだろう。話しかけてみよう。あの人。どの人呼ぶの？どの人。生酒、アニメの映画？アニメの映画。あれよあれよ。なんだろうね。
新海守さん。ああ、新海さんか。君の名はだよね。新海さんはそれだ5よ。ミリメートルの雨だっけ？なんだっあ、それは知らんけど。け？あとなんだっけ？あれよ、それこそあれよ、あれ。生酒は火入れをしてないので絞りたての香りや風味がいい。そうなんや。魚はさつま揚げ炙って、うわうまそうめっちゃうまそうやね。うわ飯テロー。そうやね。はい何か。お忙しいところすみません。僕は宇津木探偵事務所の者なのですが、少しお話を聞かせていただけませんか？君の名はのお酒？探偵事務所。室賀の生酒？そうですね。お答えできる範囲であれば構いませんよ。ありがとうございます。あ、生姜を入れた甘酒飲もうかなって。いいね。それがいいよ。それうまそう。会社のこと聞くか、まず。綾代少女は誠か。今後どうなるのですか？守は押井さんかな、押井守かな新海は誠。さん。うん。会長と社長が亡くなられて、専務をはじめとする役員たちの手で運営されます。はいはい、なるほどなるほど。じゃあその中に二郎がいるってことか。他に何か気がついたことは？そうだ、お客さんを待たせてもマジもう行っちゃうの。いや、多分二郎のこと聞けるはず。綾代二郎さんはどんな方なんですか？社長とは正反対の内に強さを秘めた方です。それにとても冷静な方でして、冷静な方。社長が亡くなられた時でもほとんどうろたえた様子は感じられませんでした。それをさ、冷静。これはでも冷静ではなかったよね。人はそんなね、うん。イメージではないよね。ない。で、この人の話によると、うろたえた様子がないってことはうん知ってたか、なんかかな。そう、予定調和だった可能性があるね。あ、混ざっちゃった。俺もよく混ざっちゃう。人の名前はよく混ざっちゃうね。米をくしゃくしゃペットして作るお酒。そう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 。そうそのお酒これやね。が君の名はで出てくんの？あれなんてお酒だっけ？あのね、男が、なんていうの、麹を作るのに、米っていうか、なんだっけ、酒の元になる米あるじゃん。あれをね、若い女の人が口で噛んで、ペッてしたのを発酵させて、麹にしてお酒を作るんだよね。でも、それは若い女の人じゃないとできないらしい。そうなんだ。男がしても腐るんだって。ほら、そうそう、口はみ酒。口はみ。そう、口はみ酒。へえ。そうなん。そう、それ。くまちゃん、それだ。それだ。くまちゃん、それだ。すごいよく知ってるね。そう、これ。不思議と若い女性が噛まないとお酒にならない。いやー、っていうそうなん。そう、あるんだって本当に。いいよね、若い女が噛んだ麹で作られたお酒。酒美味しいだろうよ。美味しいだろうよ。あまり時間がこれないんですはダメな。あ、これもないんじゃないかな。いや、まだいけるはず。あ、神田のこと聞いてみようよ。当社の相談役ですよ。役員たちからも一目置かれているとても優秀な方のようですね。それぐらいか。アキラのこと知ってる？亡くなった社長の息子さんですね。事件の容疑者だと聞きました。あ、じゃあ会長のこと聞いてみようよ。立派な会長でしたよ。尊敬しておりましたのに。このぐらい？あとなんかある？本当にお気の毒なことでした。やっと新しい計画のめどがついたところでしたのに。なんだろう？新しい。なんかある？もうないのかな、聞くこと。
派な会長で。もうないか。もう全部聞いたかな。会長と社長が亡くなられて、なるほどね。じゃあヒロを呼んでみるか。急な来客にはああ、そっか。あーってことはここか。あたり。会長と社長が亡くなったばかりでも。奥の人が。あ、客か。客同士で何か話をしているのだ。客か。じゃあこの社員さんにまだ何か聞くことがある？亡くなった社長の息子さんですね。なんだ？何を？なんかある？なんかある？社長と専務はあ、来た。会社内で対立していたということですが、ちょっと妙なことを言わないでくださいよ。そんな質問に答えられるわけないでしょう。すみません、お客さんを待たせてますので、もうこれくらいで勘弁してください。これはすまなかったね。しまった。口でアムと噛んだら穴うましい。どういうこと？酔ってる？酔ってる。なんだ虫？どういうこと？さっきの人は言ってしまった。誰かを呼ぶか。ヒロは呼ばない。呼んだら無理でしょ？ヒロは無理ってことはあ、答えられないイコール知っているというここととですね。ってことですね。来客がロビーに。あ、じゃあごめん。急な来客。そう、答えられないは知っているだからね。客はなんか知ってんのかな。客同士で何か話をして受付？凛とした姿勢だ。おお、素晴らしい。真面目そうな人だ。なるほど。エレベーター？勝手に中に入るわけにはいかないな。いい、行っちゃえ行っちゃえ。なんだろうな。灰皿が置かれている。仕事の合間に一服する人たちもいるんだろう。まあ僕ですね。押したくなるけどダメだ。押したくなるけどダメなんだ。これ押したくなるの？押しちゃダメだ。押しちゃダメだ。きちんと世話されているのか、みずみずしい姿を保っている。なるほど。これ以外にはなさ。なんかある？なんもないな。綾代商事株式会社と刻まれている。菊さんが会長を、幹事さんが社長を務めていたわけだが。シンジ君だったね。インジ君だった。さっきの人が言ってしまったな。押しちゃダメだ。客同士で何か話し、なんだろう。何を話しているんだろう。あ、聞かれ。したかしなんですね。ここの専務も危ないところでしたね。危ないところ？まったくですな。あの社長の計画がもし実現しておれば、今頃は専務としての立場すら危うかったでしょうな。正直なところ犯人には感謝してるんじゃないでしょうかね。あ、おじいのやつわかった。あむってやつ。いやでも芸人さんでしか知らんチョコプラ。でもこれ流派が違うらしいからね。そうだね、違うらしいね。これは本当になんていうの、これお客さんでしょ？そう。取引先の会社の中で話す内容ではないよないね。ね。誰かに聞かれますよ。しってデリカシーなさすぎでしょこの人。サラリーマンとしてどうなの？さっきよりも小声で話してるから聞こえないや。しかし社内での二郎さんの立場がそこまで危うかったとは。さっきよりも小声。なるほど。呼ぶ？ヒロ？急な来客には。まだまだ何かある？あたり見てみる？あ、いた。さっきの社員が戻ってきたぞ。
客との相談が終わったのか。何かの書類を持ってる。キムタクなんてくそ。さっきよりも小声あ、ごめん間違った。呼ぶだ。キムタクはさ、あ食べてるすみません。姿さえかっこよくもうない。少しお話を聞かせていただけませんか。ね、ハンバーガー食べてるだけなんだよ。ハンバーガーのあの持ち方見た？見た。違くない人と違くない？なんか俺もあんな感じだよ。いや違うよ。よく見て今度。俺モスバーガーでやってっからね。あ、だとしたら、あ、そっか。やってっから。ちゃんとやってっから。あなたまだいらっしゃったんですか？話せ。今仕事中なんですけど。言っちゃえ。普段のやつ言っちゃえ。噂言っちゃえ。社長と専務のことですが。ちょっとやめてくださいよ。専務の耳に入りでもしたら。専務、お、お来たはようございます。来たジロおはよう。ってことで次期社長かな。専務、こちらが申しておりました書類でございます。なあ、その書類は私の机まで持って行ってくれ。かしこまりました。それでは失礼いたします。俺こんなにさ、今自分の勤めてる会社の社長と会長にもさ、こんな感じで話したことないよ。ないだろうない。かしこまりましたなんて言ったことない。ね。ないだろうね。OK でーすって言うからね。はーい、OK でーす。わかりましたーっていうか言ったらアットホームな感じだからね。ら。会長にこんなに、会長にすら言ったことない。キムタクはツーシームの握りですねって。ツーシームって何？ツーシームってなんだっけ？聞いたことある？ところで、なんだね君は。こんなところまで来て。君がちゃんと話してくれないからでしょうが。すみません。どうしてもお話を伺いたくて。伺いたいんだよ。まったく。探偵だがなんだか知らない野が、球か。相手をしてやることを感謝してほしいよ。ああ、ボールの、あの握り方。かしこまり何かしこまりましたかしこみたいな感じですか？そう。あ、でもね、アットホームっていうか、アットホームだな。これ誰が言うっけ？これ、これ誰だったっウけ？ォーキング、なんだっけ、ハイキング、ウォーキング。かしこまりかしこって言うんでしょ。違うよ。えかしこまりました。かしこだよ。誰が言うの？芸人さんだよね。知らないそれ。そう私なんか番組で見た。思い出せんけど。あ、じゃあ聞こうか。何から聞こうか。会社のことから聞こうか。じゃあまず。今後、怪しの少女はあなたをはじめとした役員で動かしていくそうですね。君に会社のことを心配してもらわなくても結構冷たいなぁ。ゴリエ以来聞いたことなかったわ。ゴリエ夏いねねすごい懐かしい。ー。うん。やな芸人さんの名前？調べようかな。気になってきた。誰だろう？やな。噂のこと聞くのはまだ早いよね。だ。そらそうでしょ？そうや。ハイキングウォーキングでしょ？そう。かしこまりましたかしこまりでしょ？なんだっけわかんないけど。コーラとか一気飲みする人。そう。いや俺そうだと思ってた。いやすっきりした。幹事さんのことですが。兄さんはもう死んだんだ。これ以上何を話せと言うんだ。あるでしょ話したいことなんて言ったら。水準ね私も見てた。またそんなことを聞くためにわざわざやってきたのかね。ご苦労なことだ。マジ冷たいこの人。そうだよねこの人さ。私は忙しいんだ。つまらないことに付き合わされていい迷惑だよ。
勘ぐられたくないからなのかな。アキラさんは遺言公開の日誰かと会っていたようですが、ジローさんじゃありませんか？私がアキラと会う？冗談じゃない。多分違うと思う。あんなやつと話すことなど何もない。アキラと会って話すメリットがない。思わん。ジローとアキラと接点が。そうよね。またそんなことを聞くためにわざわざやってきたのかね。ご苦労なことだ。だとしたらもう噂聞いちゃう？聞いちゃう？これ多分核だよね。この噂。失礼ですが、社長との関係について良くない噂があったようですね。誰から聞いてきたのか知らんが、仮にそれが本当のことだとしてもどうだって言うんだ。俺が君を疑ってる理由の一つでしょうが。本当になんか気づいたことない？アキラさんが容疑者ということになりましたが、そのことで何か気づいたことはありませんか？奴が何をしようが私の知ったことじゃないね。今さら犯人が誰であろうと関係ないね。そうだよね。やれやれ、君が何を言いたいのか分かったよ。わかりましたか？私がアキラをそそのかして兄さんを殺させたと思ってるんだろ。スプザブロー君はそう思ってるみたいだね。少なくとも。これそそのかすって読むんだ。僕は違うけどね。そそのかすって読むんだね。ね。大した推理だね。どう思うと君の勝手だが、君の探偵ごっこに付き合うのはまっぴらだよ。もう会うこともないだろう。どうしてもまた会いたいっていうのならならなら？証拠でも何でも見つけてくればいいさ。お、怪しいな。ともあればの話だがね。私は君と違って忙しいんだ。失礼するよ。違うんかな。多分でもこの人じゃないね。草薙くんみたいで。それだと草薙がうさんくさいみたいになっちゃうね。全てがはっきりするはずだが。そろそろなんだっけ、死亡介護の結果とかが分かればいいんだけど今日もね。文字村で聞き込みだ。うん。調査しなきゃならないことはいくらでもある。何こいつ、本当に。おっとなー、上からっていうかさ、ちょっと、冷たすぎるなー。あら、どうした？お、今度様子が変だ。確かに。村の人たちが集まってるけど、何かあったのか？ああ、ちょっと大変ですよ。恐ろしいことになってしまいました。何？村の人たちが蘇ったキクさんの姿を見たと言ってさっきから大騒ぎなんですよ。ほら。もうメニメニピッポーって。メニメニピッポー。全く二郎さん冷たすぎて日本酒が冷めてしまったではない。本当だよ。だからこういう時のために水筒がいいんだろうね。いいんだよ。保温できるね。そう、保温できる。これかな？じゃやはりあの屋敷には何かあるんでしょうか。ああ、なんだってだよ。なんだってだよ。伝説の通り、ホラーじゃないよねキクさんが墓から出てきたんだって村中大騒ぎですよ。だから漢字の、事件でってことかな。でも人が殺されたとなるとただの噂話とも思えませんね。膨れ上がっちゃってんのかな。新聞で見ましたよ。その人が容疑者だそうですね。でもここのみんなはそう思ってないようです。福さんがってことでしょ。神田のことは関係ないよね。多分知らないよね。綺麗な人だったという噂ぐらいは聞いたことがありますが、
か気づいたこと？何か言おうと思っていたんですが、何でしたっけ？あ、いつもの俺じゃん。わかるわ。忘れるもん。忘れるもん。僕に言われても。あるか？ないか。演奏できるとすれば同じ身長くらいの方か、うんそれ以下の身長の方になりますね。なるほど、うん変装ね。ふーちゃんはお湯から出したらそのまま、これなんだっけ？調子？お調子か。ラッパ飲みだから冷めずに飲めるね。うるさいわ。よくあるよね。こういうさ、噂話。村の人たちはみんな青ざめた顔をしている。菊さんが蘇ったと信じているのか。柳原かな子さん。今思い出した。ああ、ヤナって言ってたやつかな。あ、ヤナ、うんはい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 。裏あたりの人呼んでみるか。すいません、少しお話を。あんたまたここに来なすっただか。ちょっと待って。この人たち、駅の前でしか話す場所ないのかな？ここがたまり場になってんの？もしかして。この村の。うん。わしらの話は本当だったべ。菊さんはよみがえりなさっただ。菊さんが墓から出てくるのを見たというもんだ。それはさ、恐ろしいやほんともしかして誰か変装して知ってる？いや、多分ね、噂っていうか作り話だとは思うんだけどな。それか似ている一人娘さんかね、考えるの面白い。面白いね。エイズの人気投票で、はい、テュオハリムくんが1位取ってます。取ってるおでしょうね、でしょうね。投票されてる。でしょうね。アライズだったっけ？アライズ。あんたもうあの家に関わるのはやめなされ。褐色の。褐色のうんでもさ、いつだっけ？ 2 週間前ぐらいだっけ？はい。フェスタがあったの。フェステイルズ・オブ・フェス。そうなの？フェスティバルがあったんだよね、確かね。うん。それまた公式動画で公開されんのかな？見てみたいなぁ。ああ、YouTube で。そうそう、はい YouTube チャンネル。公式の YouTube チャンネルでさ、裏で屍復活とか、サイレンか。サイレンですやん。サイレンってそんな感じの話？俺映画版しか知らないんだよね。私映画をほんとちらっとだけ弟が見てたのをさ、見たことある。あれが多分サイレンなんかなって思う。俺映画のサイレンしか見たことないから。それ最後さ、手紙みたいなの見て知らない。覚えてない。最後ね、ベッドの上にいる。全然違う。ああ、厳密には試練はもうちょい別なもんね。あ、サイレンか。サイレンね俺試練っつった。つった。酔っ払ってるわ。恐ろしい目に遭うのは目に見えとる。命を落とさんとも限らんぞ。うん。伝説は本当じゃった。じゃがこれだけじゃねえ。続きがある。伝説に。綾代家にはこれからもっと恐ろしいことが起こるに違えねえだ。根拠は？あんたもう綾代家に近づかん方がええ。はよ帰りなされ。なんだ？救急車のサイレンしか。あれ？テイフェス、今日と明日？あ、そうなの？あ、じゃあ俺見たのお知らせか。知らせじゃん。 2週間前ぐらいにありますよっていう。幹事さんを殺害した容疑者としてもう綾代明が指名手配されていますよ。うん。その男が犯人だとお前さん信じとるんか。とんでもねえだ。こりゃ菊さんのたたりだ。逆だね、俺らと。だね。俺らと逆だわ。発想が。誰じゃそりゃ。そりゃそうでしょうな。そりゃそうやそりゃそうでしょう。ゆりさんは？この村でも評判の美しい人じゃった。あ、これ前聞いたね。
橋本先生の心霊動画見てきますって。生きていたら戻ってきますって。あ、行ってらっしゃい。怖いなー怖いなーいってらっしゃい。綾代家の後継者のあ、これも前聞いたね。よく一人で心霊もの見れるなって思う。見れるなと思う。何か聞くことあるか。あんた駅員さんなんか思い出した？何のご用ですか？なんか思い出し言おうと思ってることあるんでしょ？何かあー、違うか。キクさんが蘇ったって村中大騒ぎですよ。あー、違うな。なんだろう。やはりなんだろう。村人？村人っぽい気がするんだよな。すみません、ちょっともう聞かんでくだされ。あ恐ろしや恐ろしや。オレさん、そろそろ、うんお子さん寝かしつけるからお家に戻ってはありがとうございます。ありがとうございます。そっか、今お家に帰ってらっしゃるんか。ね、ご家族。もう聞かんでくだされ。恐ろしや恐ろしや。サイレンサイレのンの大まかな流れは掲示板で村人が全員が人の手で亡くなったという都市伝説を見た若者がとある島までわざわざ足を運んだところから始まります。村人全員が村人全員、ね、全員が人の手で亡くなった。要は誰かに殺害されちゃったっていう都市伝説を見た若者のががとあるその島まで行くってところから始まるんだ。見える人は自分一人だけど一人で見てるとは限らないんだよ。ごめんねごめんなさいね。そうだね。そうだね。目に見えるものが全てとは限らないからね。あ、ごめん、間違った。綾代家のちなみにアルウェンアルウェン3位、シオン11位、そうなんだ。ローは16位、リンウェル20位でした。なんで？最新作だからじゃない。最新作はやっぱ人気になりがちじゃない。やっぱこれは何？上位の方なの？上位でしょ。そうか。だってキャラ何人いると思ってんの？私リンウェルとかすっごい好きなんだけど。あなた好きだよ、リンウェルは絶対。リンウェル好き。絶対好き。フィールズのキャラ何キャラいると思ってんの？そうだよね。そのうちの16、20位まで入ってんだよ。全部の中でのこれは10位なんだね。そうだとしたら強いわ。お産じゃなく新参のキャラが上位に入ってんだから。でもね、ガでしょ。俺のが多くなりがち。そう。何々の何々の何々みたいな。らしいんだよ。キサラさんがランク外。そうなんだ。へえ。キサラさんもスー君は好きそうかな。でもリンウェルが多分一番好きそう。自分には見えない気配が部屋の中で誰かいる。怖いよ。ニュータイプ。これは人間の仕業じゃねえだ。キクさんのたたりだ。なんだ？調べた？いや、調べてない。何を調べるかね。村人。ひどく怯えている。村の人たちの話を聞いていると、今にも蘇ったキクさんが現れるような気がする。なんかあるか。あんたもう綾代家に近づかん方がいい。これも聞いたね。何かある他に。じゃあやっぱ駅員さん思い出せないんだよね。ほら。じゃあ、そうだね。もう一回駅員さんに。そう。駅員さんが何を俺に言おうとしてたのか。
は？何の上から聞いてってみる？もう一回。やはりあの屋敷には何か。わかんないよ。キクさんが蘇ったって。新聞で見ましたよ。違うね。そうだろうね。パンダは。あ、そうあ、来た。そう。ゆりさんかどうかは分かりませんが、上品なご婦人がたった今綾代家の方に行かれましたよ。おっと、ゆりさんっぽいね。上品なご婦人。ゆりさんっぽくない？そうかな。イメージでもそんな感じ。上品なご婦人。ゆりさんのイメージはそんな感じ。駆け落ちしてるからね。合ってないからね。そうまあどんな感じなんか。C のそばで見てる。どういうこと？WC。トイレの？トイレのそばで。そんな怖いのに見てんの？見なきゃいいじゃん。いや、昔ほんとそういうのいっぱいあってたよ。合ってた。ほんと怖かったもん。俺防犯カメラシリーズとかすっげえ怖かった。あー、怖かった。お分かりいただけただ。それよく聞いた。お分かりいただけただろうかって。もう一回見せられるの。そう。あれは怖かったね。まあ、作り物だと分かっててもね。あれほんと怖い。うん。影が動いてたりしたらすごく怖い。怖いよね。誰もいない部屋のうん。影だけ動くの。ああ、そう、あるあるある。怖かった。ロータークローゼット。香織様がお見えですが。香織様？香織様？誰だ？初めて聞かない？香織様？香織さん。香織様は幹事様の奥様です。奥様。今にいらっしゃいます。なんだ。香織さん。そっか、WC ってウォータークローゼット。そう、ウォータークローゼット。そうか。そう、しかもそう、スロー再生のおまけ付き。あとアップも。あ、そうだね。アップもだね。アップもされる。あなたは？宇津木探偵事務所の者です。はじめまして。この方が上品。綾代香織さんですね。こんな時に申し訳ないのですが、少しお話を。夫が。アキラはどこにいるの？ねえ、アキラはどこ？何を笑ってんの？いや、何笑ってんの？いやもうこいつらだよ。つぶらんちゃんより気弱そう。見たことないくせによ。僕は飲みすぎて管巻き始めたすずちゃんには手に負えなくて可愛いと思う。見たことないくせに本当に。落ち着いてください。あまりのことに取り乱すこの女性、綾代香織は綾代幹事の妻であり、容疑者アキラの母親だ。かわいそうだね。世界的なファッションデザイナーである彼女はそうなの？パリから急遽帰国し、この屋敷に駆けつけてきたということだった。あら。こんな時に心苦しいのですが、事件解決のためにご協力いただけませんか？ええ、もちろん。ファッションデザイナーか。落ち着いてくださいって。落ち着いてくだされ。落ち着いて。パニックった時の私だね。そうだね。同じ言葉繰り返すっていう。そう。あ、ドラゴンさんこんばんは。今日もありがとうございます。アクハタ？ドラザブロです。いいのそれで？それでいいの。そう、この人が結構かわいそうだよね。ホラ箱って何？ホラ箱。
トロ箱じゃなくてトラ箱。トロ箱って何？トロ箱は魚が入ってる木の入れ物。いや、よく八百屋とか、八百屋じゃなかった。魚屋さん、魚屋さんとかさ、魚市場、鮮魚市場とかにさ、魚が入ってる木の、いや、それじゃないでしょう。あれトロ箱って。これはトラ箱じゃないじゃん。トラ箱か。トラ箱ってなんだろう。なんだろうね。どうせ失礼な意味だろう。さあ、わかります。なぜ幹事さんの奥様になろうと。そこからだね、まずね。そうだね。それでもスズランさんにも言えることだからね。なぜ？なぜあなたの子は。まあ僕らは何回も言ってるからね。私、何が何だか。それよりもアキラはどこにいるの？警察が探してますよ。ちゃんと。ね。アキラさんの居場所に心当たりはありませんでしょうか？アキラじゃありません。え？あの子にこんな恐ろしいことはできないわ。ああ、そういうことね。アキラは犯人なんかじゃない。ドラ息子だけど根は優しいってやつ。私、何が何だか。ああ、これ違うのか。あずさのこともじゃあ違うのかな。幹事のこと聞いてみようか。仕事一筋の主人は家庭を顧みない夫だったかもしれません。まさか突然こんなことになるなんて。ああ、こんなことになるのは突然だからね、いつも。最近では離れて暮らしておりましたから。アキラも。警察署のうん。泥酔者を保護する部屋のことらしいねって。トラ箱。これはじじい、本当に。ろくなこと言わんな。あなた探偵だったわね。アキラを探してちょうだい。報酬は弾んでくれるんですか？私にはもうアキラしかいないの。ね、お願い。ああ、なんかママの典型。ママのわかりました。よくお引き受けします。ドラマとかで見る。うん、見る。あ、お引き受けしたよ。でも実際、泥酔してたら、僕、迎えに行くからお泊まりはないんだ。マジなこと言うと。酔っ払うと虎になるとよく言いますねって。へえ。そうなんだ。あ、そうなの？へえ。ああ、保護して。なる。それは初めて知ったわ。へえ。それトラ箱って。ね、トラ箱このって事件の言うんだね。鍵を握っている知らなかった人物だ。いずれにせよ見つけ出さなければならない。いや、兵じゃないわ。失礼だわ。アリバイ聞いてみようか。まあでも、ヨーロッパいたんでしょ？有名なファッションデザイナーである彼女は外国だっけ？たった今パリからパリか。帰国したばかりだ。ついたこと聞いてみるか。私にはもうアキラしかいないの。あ、もうダメだ。話にならん。酔っ払ったことはありませんね。今から推理しながらアイロンかけるくらいの正気。マジか。マーさん強いね。強いね。アキラのことをスー君ちょっともあう酔ってる。の子にこんな恐ろしいことはできないわ。もう俺ちょっと酔ってる。アキラは犯人なんかじゃない。もう操作が覚えついてないもんね。本当大丈夫それ？大丈夫大丈夫。それは大丈夫。あずさのことか。私。あ、違う？なんだ？思い出してみる？3兵いただきました。それよりもジジイを多分言ってるよね。そうだね、そうだね。あかねかな。あかね怪しいんだよね。あ、そうだね。アキラのことに関しては、あかねがちょっと怪しいんだよね。なんか知ってそうだよね。そう、知ってる。全然違う気がするんだよな。あかねじゃないかなと思うんだよ。そう、真相さ、スー君はね、酔ってますよ。なんか違うもん。来ないな。あかねさんもいないみたいだ。もう違うもん。何が？違う？違う。マジで？うん。あれ？あかねさんなんだって？あ、いないみたい。下のてころかも。
や、そうだね。ちょっと休憩しようか。そうだね。うん。何がある？金属のこと、印のこと、でも印がないな。アリバイは、あれだよね、パリにいたから、って言ってたよね。有名なファッションデザイナーである彼女は、そう。パリから帰国したばかり。で、アキラのことは聞いたでしょ？でも、アキラってなっちゃってるもん。伝蔵さんは呼べる？ここにはいないようだ。そういうことか。移動できる？違う。演出に行ってもな。聞いたら必ずまだ酔ってないという相手は大抵水拳の使い手になっている。気づいたことある？私にはもうアキラしかいないの。突然こんなことに。一筋縄じゃいかないね。私何がな。アキラのこと聞いたのに。私何がなんだか。それよりもしんちゃんさんこんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。今第4章に入りました。第4章でこの幹事の奥さんが出てきて、多分ね、ターン的にアキラのターンだと思う、今。私なんで？いや進まんね。進まんね、これ。あの子にこんな恐ろしいことはできないアわ。キラのターンに入ってんだよね、今。私これなんだ？服の部屋に行ってみる？行ってみようか。行ってみようか。性格良くて可愛い子がリバースしてたらチャンスと思ってしまう私は下道です。下道ですね。はい、下道です。おはようございます、全蔵さん。全蔵さんいた。おはようございます。お出迎えもせず申し訳ございません。そうそう。今に幹事様の奥様、香織様がお見えですが。はい、茜さんに聞きました。すでにお話を伺ったところです。さようでございましたか。実はあれ以来気になってタバコ入れを探しているのですが。来た。どうタバコ入れあった？どうしても見つかりません。やはりアキラ様がどこかへ持って行かれたのでしょうか。茜にも聞いてみたのですが知らないようです。そうですか。アキラ様が持ち出されたとは思いたくないのですが。なんか気づいたことあるかな？何か気づいたことや思い出したことはありませんか？申し訳ございません。今にはないんだよな。茜はいる？これから出かけると言っておりましたので、すでに屋敷を出てしまっているかと思います。本当にアキラ様が犯人なのでしょうか。香織様の姿を見るのが私、つろうございます。こんなにスラスラコメント読んだすずちゃん、配信開始以来初めてだわって冷めた目で読んでたのが見えたって。正解ですそうちゃんとね、毎回愛情込めて読んでらっしゃいますよ。前にお話しした。どうしてこのようなものが。茜も知らないと申しますが。なんか知ってそうだよね。
のぐらいか。菊様のことといい、今回の幹事様にいたしましても、あまりにも不自然なところが多すぎるように思えてなりません。今にして思えば、なぜ菊様のご遺体をもっと熊田先生に調べていただかなかったのかと悔やまれます。あれ？どうか真実を見つけ出してください。菊様と幹事様のために。はい、全力を尽くします。土葬だから調べれるよね、まだ。その状態がどうかじゃない。関係ないの。ああ、そっか。もう数日以上は最低でも3日以上は経ってるもんね。今かな。もう幹事に聞くことないもんね、これ以上。幹事じゃない、全蔵か。全蔵に聞くことがないんだよ。探偵さん、お話はもう終わりなの？いえ、もう少しお願いできますか？何か聞くことか。少し落ち着いたかな。私にはもうアキラしかいない。まだアキラまだか。まだアキラか。これどうやったら進む？さっきの話。今の何？あ、考えるんだね。今考えてるの。今ね、結局推理というか、何かを聞けば、もしくは調べれば話が進むじゃない？だからさ、今の伝蔵さんの話で何か、じゃあ私、アキラのことかな、やっぱ。初心配信者さん応援してくるねって言ってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。ぜひぜひ。あの子にこんな恐ろしいことはできないわ。どういうことない。屋敷にはいないらしいんだよな。そんなものないの？香織さんがアキラを思う気持ちは痛いほどわかる。綾代アキラを探す手がかりでもあれば、慰めの言葉の一つをかけられるのに。慰めの言葉。伝蔵なんか知ってっかな、伝蔵さん。何かご用でしょう。350ミリ1本で心臓内で和太鼓乱れ打ちされてる。もうそれやめとき。やめとき、もうそこら辺で。弱いね。本当にアキラ様が犯人弱いんだねなのでしょうか。一緒じゃん。申し訳ございません。なんだ？お酒はさ、慣れてないとやっぱドックンドックンなるよね。なる。それでもなってんの？綾代家の執事、全蔵さんだ。頑張れって。そう、頑張りたい。頑張るよ。何を聞けばいい？何を落ち着かせる？香織さんを落ち着かせる？ななこさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。そう、推理ゲームやってるんですよ。今夕飯？今から夕飯ですか？遅めのですね。でもこれが一般的？私たちは早すぎる。早すぎる。我々6時にはもう夕飯食べるからね。推理ゲームね、面白い。面白い。鳥を慰める。病気で酒
辞めたのって13年。うん。今日は命をかけていっぱいお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 付き合いしておい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 、バカ野郎。バカ野郎だよ。本バカ野郎。当に無理すんな。無理すんな。命はかけんな。命はかけんな。これから彼が帰ってくるって。ああ、いい嫁だいいよよ。まだ嫁じゃないないよ。いい彼女だよ。合わせて作ってるってことでしょ。もう少しお願いできそう、ますか。そういうことだろうね。命かけないでほしい、本当に。言っとくよ。ね僕らの配信は命をかけるほどの価値はない。ないない。ないない。マジで。何構うよ。構ってんじゃん、バカ野郎。どちらかというとおじいが私たちに構ってくれてるよね。そうだよ。もう本当に。お酒はもう、飲まんでええやないか。いやでもななこさんのとこは今もう本当いいよね。ね。見ててね、微微笑ましい。笑ましい。とっても。そうだね。俺らにもああいう時期あったよ。スーくんの帰りに合わせて作るっていう時が私にもあったんだって。今はね。今はね。今はね。ねえ、まあ。ほどほどににね。ほどほどにやってるよね、ちゃんと。そうだね。情に訴えてみたいってバカ野郎。そうよ、命をかける時を履き違えてる。僕らみたいな夫婦。いや、それはななこさんと彼氏さんなりの夫婦になればね。いいと思う。僕らは僕らで、ちょっとね、特殊だからね。でもとても微笑ましい、本当に。すごい微笑ましい。また違う形のね、なんだろう、夫婦になっていくよね。今のと違う。そうそう。もし結婚されたらね。されたらね。そうだね。結婚って不思議だよね。写真が飾られている。なんかない。ないか。メモと鉛筆などが用意されている。ちょっとクールダウンするか。タバコもやめろと言われてるけど却下。そうな。タバコか。タバコはね、でも俺はやめろと言える立場にないからな。そうだね。スーくんもね、結局やめれてないからね。そうだね。そうだね。まあまあでも自分の責任だからね、スーくんは。そうだね。あ、そうだ、一つね、思い出したことがある。結婚をしている先輩から上から目線で言えることがあるとするなら、理想を作らないことが一番いいよね。理想をね。そう、理想を作らない方がなんかうまくいくよね。そうだね。旦那とは、嫁とは、それはもう家庭とはとかさ。それはない方がいい。ねえ、ない方がいいよね。旦那とはこうあるべきとか、もうそういうのは絶対にない方がいいよね。ない方がいい。嫁とはこうあるべきだとかさ。こうあるべきじゃない。こういうもんなんだって。そう。こういうもんなんだが一番いい。わかりますって。わかります。それ理想はね、ない方がいいね。ね、そうだよね。そう、ない方がいい。あとね、その人を変えようとしない方がいい。というかね、変わるというよりも似てくるんだよ。似てくるね。似てくる。私もななこさんのツイッター見て思ったけど、ななこさんと彼氏さんがすごくもう似てきてるなっていう。はい。なんか一緒のことしちゃったり。そう。わかる。そうだね。似てくるよね。そう。同じもの食べてて、同じもの見てるからなのかな。味覚も似てきちゃうし、そうだね。なんでも多分似てくるよね。そのうち顔ももう似てくるんだよ。俺ら兄弟に間違われるもんね。そう。なんか似てるって言われるもんね。言われることが多いから。見た目似てるって言われるし。そうなってくるんかなと。声だけ。そうだね。どれだけ妥協できるか。あとね、
てんのあなたにだけだからね。本当に。買ってくるもの同じとかね、選ぶもの一緒になってきたりするよね。見た目がね、似てくるらしい。うん。ミラー効果かな。あなたの顔を見てるから似てくるのかな。そういうのあるんかもね。どう妥協できるか。妥協な。妥協っていうかね、なんて言ったらいいのかな。あたしんちのお父さんで言うと、お前はうちの母さんと一緒に歩けるか。ああ、私んちはね、そういうとこおすすめ。ね。アニメね、漫画もあるけど。俺は歩いてきた。夫婦とはそういうものだ。あれ泣くよ。あそこ泣く。あそこは感動するよ。あのお母さんってさ、まあ見た目がちょっとほら、半魚人みたいなさ。お世辞にも美人っていう設定ではないもんね。そう、あたしんちのお母さんがね。お母さんをね。だから、こいつと歩けるかって。そうこいつの隣を歩けるかって。俺は歩いてきたって旦那さんが言うよ。そこがね、またね、いいんだよね。すごい素敵なんよね。あとね、僕の好きな武田さんの言葉で言うと、南極にあなたがいるとして寒い。目の前に防寒着があります。ちゃんちゃんこでも何でもいいけど、色や柄とか、形をこだわりますか？温まればいいでしょ。それが夫婦です。まあまあそうだよ。と言ってたから、あ、なるほどね。まあこれでいいかって言いながら、なんていうの、寒さをしのげる。それが夫婦ですって言ってて、確かにって思った。納得だわと思って。申し訳ない。そう、ここでもう若干詰まってる。詰まってる。今詰まってる。これ最後まで行くんかな。ちょっと心配になってきたよ。深い。いや、このね、この香織さんが、アキラのことでちょっと、今、テンパってるから、これをさ、慰める言葉があればって言ってんだけど。お茶を入れてくる私は。なんかあるのかなと思った。重厚感のあるさ。ここにはなさそうなんだよね。わかれば簡単？なんだろう。なんだろうな。わかれば簡単。アキラのなんだろう。昔、金田一少年の推理ゲームで、犯人分かってるのに情報収集足りなくて積んだ過去がある。うわ、それ悔しいな。それは悔しいわ。俺、プレイステーションでやったな。地獄の遊園地だっけかなんかっていうプレイステーションのゲーム、金田一少年の。地獄遊園地殺人事件だっけ、なんかそんなのやった記憶があるな。雪山遭難してるのにブランドにこだわってこんな防寒着じゃ嫌だという女性は、サンタカにこだわって気づいたら周りになるほどなるほど。サンタカって久々に聞いたわ。それ、金田一少年の事件簿のゲームはね、2つあるんだよね、プレイステーションで。なんとか島の殺人事件っていう、そう、島が舞台になってるやつと、遊園地が舞台になってるやつと2つあるんだよね。で、俺ね、確かね、遊園地の方やった記憶がある。しらみつぶし作戦やるか。しらみつぶし作戦かな。これ全蔵じゃないかなと思うんだよね。何かご用でしょうか。コナンだと全身真っ黒で目だけがはっきり見えてる人物が犯人。
それは、そう。それはそう。確かにそれはそう。俺もそうだと思う。わかれば簡単ってなんだろう。善蔵さんじゃないのかな。善蔵さんから何か聞けるんじゃないのかな。申し訳ござい。考えたくはありませんが。ローラーやるか。前に多分どうしてこの本当にアキラ菊様が亡くなってからというまるで無口になってしまって今日はどこかへ出かけると言っておりましたが無口になってしまって菊様のご遺体をもっと調べていただければ。俺熊田医院に行きたいんだよね。熊田医院に行って菊さんの墓を暴きたい。綾代家の執事。なんだどれだ。これはわからんな。探偵さん、お話はもう終わりなの？島のはクリアできた？あ、マジか。ななこさんすげえな。すごい。ななこさんも、近代一少年の事件簿のゲーム、プレイステーションであるんだけど、2種類。そのうちの島のやつ、第1作目はクリアしたんだって。2作目は証拠不十分で未クリアだって。難しそうなのにね。近代少年の事件簿はね、難しかった。そうなん、やったことあるんだ。ある。地獄の、遊園地のやつと、島のやつもね、声が、あったかな。遊園地はね、完全にやったのは覚えてる。内容まではちょっと忘れたけど。あとね、プレイステーションで言ったら、神楽少女探偵団っていうのがあったんだけど、それもやったことある。いえ、もう少しお願いできますか。しんちゃんさん、しんちゃんさん、はい、いってらっしゃい。配信頑張ってください。頑張ってください。ちょっと今ローラーやるわ。私まさか瓶からストレートで今瓶は持ってきたけど。そうだね。今そうだ。私用に瓶を持ってきた。探偵さん、これを進んだ？来た。これを見てちょうだい。来た。これは誰？アキラ？これはアキラの写真です。かなり前に撮ったものですが、今手元にはこれしか。あれ？アキラってさ、何歳？これは重要な手がかりだ。わかりました。お土産が目に任せてください。漢字っぽくない？漢字ももみあげ長くなかった？どうかこれで。そうやったか。お願いします。わかった。そういうことか。どういうこと？アキラを探してくれって言ってたから、アキラのこと聞きゃよかったんだ。そういうことか。そんな単純なことやった。言ってしまった。耐えられなくなってしまったんだろう。そういうことか。俺お母さんを落ち着かせる方法をずっと探してたけど。どこかで見たよ。違う。どこかで見たよ。パパに似てるんじゃなくて？そういうことじゃなくて？そういうことじゃなくて、どっかで見た？どこで見た？電話取るか。仕方ない。僕が出るしかないか。いつもだよね。もしもし。僕が出るしかないかって人んちの電話取るんだよ。その声はあなたね。あゆみちゃん、どうしたんだい？見つかったわよ。例の骨董品。マジで？さすがあゆみちゃん。隣町の骨董品屋に綾代家の家紋の入った壺があったの。お店の人の話だとね、20代前半ぐらいの男から買い取っ
キラ？ 20代前半。アキラは23歳だったな。それともう一つあるの。キクさんが死ぬ少し前にね、何？アキラを乗せた車を見かけたというアキラの友達の証言があったの。おう。運転していたのは40歳くらいの男の人だったということよ。40歳ぐらい？とりあえず急いで教えた方がいいと思って電話したの。他にも何かないかもっと調べてみるわね。あ、頼んだよ。それじゃ。ええ、また事務所でね。そっか、今の人からするとやはりさ、盗もうとしたアキラによるとっさの犯行なのかな。それにしてもアキラは誰と何のためにすごい、会ってい新たんだろう。宿の声。開かない。開かない。開かなくて。聞こえないの。私のがちっちゃいんかな。僕らが聞いてる音量と配信で流れてる音量一緒、今。あ、一緒？一緒。だから僕らが聞きづらいと思ったら多分みんなも聞きづらいと思ってるはず。マジ？うん。開かないと思ったら開かないって感じてらっしゃるかもしれない。レオにありましたよ、フファミコンァミコン。マジで俺買おうと思ってんだ。そうだね。スーパーファミコンの方だけどね。うんうん。これさ、今の人たちからすると電話でさ、固定電話ってまんみないんだよね、多分。今はあんまりないよね。ないよねだってスマホあればね。ねえ。一人一台持ってるもんね、そうそう。アキラと車に乗っていたという男性、それが遺言公開の日に会っていた相手なのか。何か手がかりが見つかったのですか？見つかりましたね。ええ、あゆみちゃんが見つけてくれました。それはあゆみ様もさすが宇津木探偵事務所の一員、優秀な方なんですね。スマホでそう足りちゃいますからね。とても頼りになります。ぶっちゃけスマホあれば、それではここ何もいらないもんね。私は仕事に戻りますので、何かご用がありましたらお呼びください。そういえば昨日の警察からの電話では解剖の結果が出るには少し時間がかかるって言ってたな。そろそろ出ただろうか。だね。ちょっと待って。手帳見てみるね。うん40代、年書いてあったかな、これ。あ、書いてあるね。40代。アキラも？アキラは23歳。で、熊田63歳。神田はハテナ。平吉さんはそうだね。アマチは38歳。おピク。ジロ。お、ジロ。ジロジロ。天心さんは絶対違うもんね。うん。あらあれ？宇あらら？津木探偵事務員いやー、まさか。それはないでしょう。だからジローだよ、怪しいの。そうやね。アキラと面識があって、かつ40代。で、まあ、なんだろう。この、どこだ？漢字、あ、いたいた。漢字を、まあ、殺害するメリットがある人だよね。児童だよね、今のところ。熊田医院に行ける。熊田医院に行って、ちょっと聞いてみよう。そうだ、熊田先生のところに幹事さんの解剖結果が届いているかもしれない。確認しに行ってみよう。さあ来いさあ来い。今さ、スマホってすごいよね。すごいよ。本当便利な世便利な世の中だよ。お邪魔します。昔さ、YouTube とかってさ、PC がないと見れなかったのにさ。こんにちは。うん。探偵さんがお見えですよ、先生。おお、君か。たった今幹事の解剖の結果報告があったぞ。本当ですか？聞かせてください。聞きたい聞きたい。ちょっと待ってね。ななこさんも推理ゲーム好きってことかな？
ってことは、金宗さんともマーさんとも話が合うんではないの。特にマーさん、シャーロック・ホームズに憧れてらっしゃるからね。まあ、わかるよ。僕もだから。アキラの写真見せてみよう。先生、この写真なんですが。ん？これがそのアキラじゃと。そうそう、こいつじゃ。菊さんとこへ来とったのはずいぶん前の写真のようじゃのう。ほう。じゃあ、漢字のことでいいのかな。それが妙なんじゃ。警察の話によれば、幹事はナイフで刺された時はもうすでに死亡していたであろうとのことなんじゃ。赤い車にシャーロックのナンバー。好きよね。アキラの手によるとっさの犯行ではないかもしれないということですか。はい。好きです。学生時代は近代少年の漫画にハマって読んでました。あと、東国道シリーズとかも。何それ。知ってる？俺ね、名前だけは聞いたことある。俺が学生時代に読んでたのは、もう近代少年はもちろんでしょ。すごい。で、あと、ホームズでしょ、と、あと、アガサ・クリスティは読んだ。マジ学校にあったから。俺が一番最初に読んだ推理小説って、アガサ・クリスティの、赤ひげ同盟。わからんけど、そうなん、難しそう。赤ひげ同盟と、そして誰もいなくなった。なんか聞いたことある。の2つ。最初に読んだのはでも、赤ひげ同盟かな。あれは面白かったね。それからだもん、ハマったの。で、近代少年見るようになって、百鬼夜行シリーズ。百鬼夜行？でも図書室にはあった。あったよね。あった、必ずあった。で、近代少年系はね、そうだからね、さっきも話してたもんね。俺、ドラマ版でも、ななこさん知ってるかな？知ってるかな？ドラマ版のね、堂本剛版をね、今でも見てるから。昨日の夜も見てた。浪人行間殺人事件を見てたね。毛量の箱？面白かったですって。ちょっと楽しそうだな。俺も読んでみたいな。読みたくなる。なるよね。まあそういうことじゃな。ちなみに近代少年の漫画かドラマを見たことがあるんだったら、今日の僕の動画の、オープニングあたりを見ていただけだよね。少しはこうほっこりされるかなと。ところがナイフの傷以外に死因とみられる外傷は何も見当たらんそうじゃ。それじゃ幹事さんはどうやって殺されたんですか？謎じゃのどうやって外傷がなく、何らかの方法で幹事を殺害後にナイフが刺さったってことでしょ？あれは毒殺とかさ、そういうのは違うの？もう可能性はあると思う。あるんだよね。ほら、知ってらっしゃるよ。堂本剛と友坂理恵コンビが推しですって。それ僕それ見てるんだよね今。スーくんもそれ大好き。大好きで、もう何十回と見直してんだけど、昨日もそれを見てて、浪人行間殺人事件を見てて、で、今日の動画の最初のオープニングの時に、ちょっとね、小ネタを仕込みましたんで。じゃあでも、ななこさんは分かる、ね。分かってくれるね。分かってくれる。アキラのことかな。これはさ、まだ聞けるかな。ナイフの傷以外に死因とみられる。ないか。じゃあアキラのこと聞いてみるか。
これはアキラの犯行ではないと考えていいんでしょうか。そうだね。どうじゃろうな。でもさ、ナイフ、あ、そうか、ナイフからは、アキラの指紋が出てんのか。幹事の死体のそばの鍵からは鍵かアキラの指紋しか出んかったことじゃし、で、ナイフには出てないのか。警察は引き続きアキラを探しとるようじゃが。うん。おお、私の方が世代上かもしれない。あ、そうなの？どうなんだろう。どうなんだろう。僕らの方が上なような気がしたけど。気がしてた。うん。してたね。多分。私でもななこさんのアイコン見るたんびにさ、こいつじゃな、菊さんとこへ来と。なんだって？クレヨンしんちゃんに出てくるななこさんと、お姉さんじゃん。ななこお姉さんと、ななこさんのこのアイコンの、ほら、幼稚園児の格好されてるから、あれがマッチする。マッチしちゃうの。どうしてもクレヨンしんちゃんが出てくる。それはイメージ。イメージ。ナイフからは出てなかったんだよね、指紋がね。ね、いつもよだれ垂らしてる私をイメージして描いてくれたものですね。めっちゃ可愛い。めっちゃいいよね、あれね。すごい可愛い。キャッチーでいいよね。すでに死亡していた死因となり得る外傷は胸の刺し傷以外なし。なるほどね。外傷がないんでしょ。外傷がない。だからやっぱ中なんじゃない？中だね。中なのか、中しかないもんね。だよね。前にも言ったじゃろ。今まで話したことくらい。ナイフの傷以外ないよね。ないか。はい、いってらっしゃい。ななこさん、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。気づいたことは？他に何か気がついたことはありませんか？そうじゃのう。お前さんが今着ておるシャツのサイズがちょっと合っとらん。それくらいかの。ちょっと待って。こういうのもすごく気になるんだけど。シャツのことえらい言ってくるの。シャツのサイズがあっとらんって主人公その前に見直せ。自分を。なんかない？お前さん、今着ておるシャツのサイズがちょっと合っとらんの。お前誰の着てんの？誰の着てんの？自分のじゃないってこと？うん。でもでかいってこと？でもさ、でかいってこと？この人今どこで生活してんの？主人公。探偵事務所じゃないの？頭に怪我しとるようじゃが。探偵事務所にいるんじゃないの？待て待て、勝手に。誰かの借りてる感じ？誰かの借りてるのかな？知らずに着ている。かな。その可能性は覗き見は監視あるね。記憶なくしてっからね、自分の家を思い出せないのかもしれない。あ、来た。そういえば。そうあゆみちゃんも言ってたね。僕がこのシャツを着ているところを見たことがないと言ってたっけ？ってことは、宇津木さんのやつでもないよ。でもないね、そうだね。見てるはずだね。見てるはずだから。ってことは、宇津木さんのものでも、僕のものでもない誰かのもの。天地さんが貸してくれた。天地さんか。天地さん。シャツのことも気になるし、一度天地さんのところに顔出してみよう。さあ、何なんだろう。天地さんなんだろう。さ、天地さんさ、怪しすぎる。だって、よく考えてみ。あんな場所に通りすがりでいるはずないんだよ。お邪魔しました。突き落とされた時に着せ替えられた？なるほど。何か服に重要なものを抱えていたため。なるほど。なるほど。
あの人めっちゃ持ってるね。すごいね。はい。漫画でしか見ないよ。見ないよ、あの持ち方。危ないよ。僕です。ああ、君か。今開けるから入ってくれ。結構いいとこ住んでるね。そうなの？うん、と思うんだけどな。どうだい？記憶は戻ったのかい？いや、戻ってないんすよ。いえ、まだ完全じゃないようです。そうか。それにしても僕もニュースを見ているが、君が巻き込まれたのは大変な事件だね。しかし僕は君自身のことが心配だよ。気をつけるんだよ。はい。はい、ありがとうございます。見せる。アキラの写真見せてみるか。これがアキラという人なのか。ずいぶん子供のようだけど。これ何歳ぐらいかな？ 18？ 18ってもう高校生？高校3年生かな？かな、そのぐらいかな。かなり前に撮ったものなんだそうです。ああ、そう。ちょっと古い写真なんだね。自分の家なのに入れない砂糖を保持していることに違和感。ああ、はい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 。ああ、なるほど。砂糖だね。入れてないからね。自分使わないんだったら持ってくる必要ないじゃないってことだよね。そういうことね。そう。ああ。大変な事件だね。何か君の力になれればいいんだけど。あ、確信つくか。でもそうだよね。こういう描写大事だよね。大事。このシャツ、もしかして。ああ、その服のことかい？そのシャツは僕のいとこのものなんだ。君のシャツはひどく汚れていたのでクリーニングに出してしまったんだ。あなたが戻ってくるまでそいつを着ていてくれないか？あ、そうだったんですか。ありがとうございます。お借りします。何？どこだ？アマチ。いとこのもの。こういう本当に細かい描写のところ重要だよね、推理ゲームって。見てみる？あ、テーブルにも汚れ一つない。天地さんは綺麗好きなんだろうな。思い出して。ダメか。なんか聞くことがあるんだよな、多分。怪しいのも聞いてみるか。大変な事件だね。しかし。はい。聞けないのか。ありがとうございます。なんかある？僕も君のことで何か分かったらすぐに知らせるよ。だから君はあの崖で手がかりになりそうなものを探してごらん。諦めちゃダメだ。早速行ってみます。移動か。崖の上か。でもさっきここ前も来たもんね。そうだ。本当に僕はあの日何のためにここへやってきたんだろう。いや、それどころかこの場所で誰かに会う。善蔵さんも僕が誰かからの電話を。これ前聞いたよね。ダメだ。呼ぶ。アキラ？人影はない。アキラを呼ぶ？なんでアキラ？人影はない。誰もいないか。手がかりになりそうなものなんてやっぱり何も見つからないな。
でもさ、でもなんかあるんだよね。あんだけ言ってるってことは、なんかあるんだよね。ここでしょ？で、落ちたんだよね。うん。ここから4、5メートル下に。先端？この崖は。この崖は。ないか、違うか。船越さんとこのエキストラで。手がかりになりそうなのも何もないな。あ、斉藤さん、こんばんは。あ、こんばんは。謎を解きました。嘘をつけ。嘘をつけ。今来ただろう、嘘つけ。嘘つけ。あ、マロンさん。マロンさん、こんばんは。真実は一つと限らない。こんばんは。かっこいい。一つ、二つ、三つだよ。そうだね。そうだね。真実はいつも一つ、二つ、三つ。いやー、これむずいよ。これむずいな。何かあるか。手がかりになりそうな。でもよく調べなきゃだって。よく調べなきゃ。何？なんかよく見たらあんの？ある？何か。見落としてる何かがある？この辺の静かな海だ。4つ、5つ、6つ。増えてく、増えてく。せやかて、それは無理やで、工藤。ね草むらってなんかあるの？ここから4、5メートル下に。見れん？なんでここしか見れんのがさ。そう。あ、文句言い始めたよ。ゲームに文句言い始めたよ、この人。あ、じゃあ、いいよ。岩でさ、うんなんかほら、怪我し、あ、そっか。崖の先っぽまで行ここからき、 4-5何かを見つけて効果音が鳴ったと同時に何者かに押されて転落し召されます。てて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 れー。真実はじっちゃんの名にかけていつも一つ。これちょっと待って、どこにある？手がかりを探せ。思い出す？いや、思い出せないって言ってたから。アマチの部屋に行けるってことは、アマチの部屋でまた何かある？かもしれん。ちょっと待って、一回アマチの家に。あ、そうだね。何もなかったよーで一回行ってみる。うん。何もないんですけどーって。天地さん、僕です。ああ、戻ったんだね。あ、帰ってくれ。あ、ぽいね。ぽいね。戻ったんだねで。来たね。進んだかな。ドラゴンさんはすでに推理を諦めておりまして。どうだった？頑張村上の崖で手がかりになりそうなものは何か見つかった？いやでもね、見るだけでも楽しいからね。それはそれで。なんか予想してくれてるだけでもいい。そうそう。いや、何もなかった。何か君の力になれれば。あ、違うな。思い出す。違うな。あれ？君のシャツはクリーニングに出してしまったんだ。あれ？何もなかったよ。進んでないか。天地さんが僕を助けてくれる。進んでないっぽいな。だってさっきの崖のことについてさ、話ができないから、なんだろう。何かないか。違うな。積んだ。おふざけに懸命で内容全く把握し知ってるよ。見れ。あれですね。あれか。だと俺も思うんだけどさ。嘘つけ知らんやろ。あれだというのはわかるんだけどさ。やっぱ違うか。崖の上やっぱり。絵がどこ？何？部屋に。
こはポートピア作戦でって。ポートピア作戦で行く？何それ？天地さんは？天地さんはね、天地さんは僕を助けないんだよね。本は？本探してみる？調べていいよ。でも同じことしか多分ね、ないんだ。ないようん、ちょっと考えるわ。すまないけど部屋の中のものを触るのは遠慮してもらえないかい？物入れ。触るのはやめておこう。やっぱ崖か？崖か？ここで何かするか？さあ、もう一回ローラーで聞きまくるかだよね。推理小説が多いみたいだ。一緒だね。そう、ここで何かしらがあるはずなんだよ。で、しかも崖がどうとかって言ってたんだよ。いやー、やっぱ崖行く？もう一回さ、うんローラーしてみて、もう一回。一回。もう一回ローラーしてみて。大あ、変な事ここで件だね。何かしらありそう。しかし僕は君自身のことが心配だよ。何かね、あそうな。もしや君もあ、よみがえり伝説を信じているのかい？来てなかった。してなかったね。来てない。大変な事件だね。うん。来てない。お前が犯人だと無理やり署に引っ張ってすまないが昭和スタイルの取り調べで自白させて逮捕。冤罪。君のシャツそはクリーれ冤罪ニングに出してしまああ、なんかでも昔は多そうだよね。そういね、うの。うん。う。僕も君のことだから君はあ、やっぱやっ崖だ。ぱ崖なんだよ。行ってみたんですが、やっぱり何の手がかりもおお、ありませんでした。進んだ。そうか、残念だったね。ちょっと待ってくれよ。そう思い出した。君は気を失っていた時、上ごとでしきりにお守りがどうのこうのって言ってたよ。どうだい、何か心当たりはあるかい？お守り？お守り？俺と一緒のこと言ってる。お守り？本当に困ったらパクレ警部呼んでくださいって。解決しない。お守りって言ってたんですか？お守り？そうだ、確かにそう言ってたよ。あの様子じゃよほど君にとって大切なことなんじゃないかな。うん。そうなんでしょうか。もう一度崖に行ってみたらどうだい？あ、今度こそ思い出すことがあるかもしれない。おお、進んだね。よかった。そうですね。行ってみます。進んだ。進んだよ。これでなんか見つかる？何か見つかる？やはりなって嘘つけ。あ、誰かいる。これべっぴんさんじゃない？ピンさんか。よく来てるべっぴんさん。ちょっとすみません。私に何か？誰？綺麗な女の人だ。もしかして、うん。だよねべっぴんさんが言ってた人。ね、美人だね。確かにこれはべっぴんさんだわべっぴ。んさん。確かにべっぴんさんだわ。行ここう、あなたは？失礼ですが、こんなところで何をしているのかって思われちゃったかしら。自殺の名所ですう。からね。連絡先を教えてください。ナンパですか？私はここでナンパ？人を待ってるだけ。結婚の約束をした恋人を待っているの。え？彼は街を出て行くとき、こう言ったわ。必ず成功してきっと迎えに来るって。あれ？そして今年がその約束の年なの。そうですか。あら、私ったら見ず知らずの人にこんな話を。ごめんなさいね。どんな待ち合わせ場所やって。自殺の名所で待ち合わせすな。ほんまに。あ、そうか、まーさん探偵なので聞いたんだね。あ、そっかそっか。べっぴんさんって聞くと、うん一本グランプリのネタを思い出すって。そんなのもあるの？あるの？今日はえらいべっぴんさん多いですね。右から、左からか。左からべっぴんさん、べっぴんさん。一つ飛ばしてべっぴんさん。君それ失礼やないかのやつ。それ違くない？それ一本じゃなくない？あ、違う。あ、美しき牛水さん？
清水さん？私は藤宮由紀子と言います。藤宮由紀子。あなたは？すみません。僕は宇津木探偵事務所の者です。あ、こんな感じのネタだって。ホリケン？ホリケン。ホリケン面白いよね、なんか。ホリケンはそうだね。うん。子供の時は分かんなかったけど。そう、分かんなかったけど、今、すごくかなり上から目線で言うと、円熟し始めた感じがする。円熟。うん。結婚の約束、やはり連絡先はいいですって。お疲れ様でした。お疲れでした。どうも、お疲れでした。何の歌これ。それだなろ。あら。それ、粉雪じゃない？あ、それだ。それ。これ。それだ。粉雪、粉雪。お守りね、そう心まで白く染められたなら、よくそうでしょ。よくすぐわかるね。歌詞見れば。あなたほら、歌詞で覚えないじゃん。歌詞で覚えないんだよな。だよなーって言われても歌詞で覚えないんだよなーって言われてもさ、困るんだけど。自分でな、作っちゃうんだよね。そうだね。あなたすっげえ創作だもんね。そうそう。円熟イコール GG になった。いや、そうは言ってない。この辺りで起きた事件を調べています。少しお話を伺ってもいいでしょうか。覚えるの自分で作るんだよ。なんだっけ、この前何歌ってたあなた。歌ってた？歌ってた。なんだっけ、めっちゃ適当なこと言って歌ってた。なんだっけ。自分で歌詞をもう作っちゃうんだよね。もうね。そう。何の歌だったっけあれ。なんかありすぎてわかんないんだよね。そうだね。大体全部適当に歌ってる。適当に歌ってるね。キテレツ大百科のキテレツ大百科はあれ終わるんだよね、すぐ。すぐ終わる。途中がもうわかんないから。わかんないんだよね、あなたね。なんだっけ、この前なんか変な、ちょっと思い出したら言うわ。小清水さんでいいのかな、うんうん、ドラクエ11のマルティナ姫。コードギアスのカレンとかもそうだって。ええ、構いませんけど、私でお役に立てるのでしょうか。立てる。あ、ちょっとじゃあこれはチャプター分けするか。この人は。単に歌詞覚えられないから、そうだね。そうだね。まさしくその通り。藤宮なんだ。ゆきこ。ゆきこさんね。藤宮ゆき子の証言がね。ゆきこさん。崖の上の女性って名前にする？そうだね。崖の上のポニョみたいになっちゃった。べっぴんさんにしとこうか。崖の上のべっぴんさんにしとこうか。べっぴんさん。これチャプター分けしとこう。はい。じゃあ、聞こうかね。崖の上について。そう。ここが2人の思い出の場所なの。こんな場所が？マジで？そう。もしかして。天地さん？綾代ですって？違うわ。あなた、綾代の方なの？綾代の関係者。私が待っている人っていうのは、綾代和人っていう名前なのよ。綾代和人？誰？綾代和人？綾代和人？誰？あなた、和人を知っているの？知らない。いえ、知りません。僕は綾代家の調査を依頼された探偵なんです。そうだったの。綾代家の事件のことはテレビで知りました。確かに和人と同じ名字ですけど、和人がその綾代家の人間なのかどうか彼から聞かされていないんです。それで結婚の約束してんの？素性も知らないのに。確かにここまでの調査で僕は結婚相手の素性を知らないのに？綾代和人さんという名前を聞いたことはありません。そうなのね。結構ファンキーな冒険家だね、この人。ごめんなさい。
その人のことは知らそうだね。だよね数と関係か。ごめんなさい。うん、まあ念のため聞いてるだけですからね。念のため。うん。差し支えなければカズトさんのことをもう少し詳しく教えていただけますか？そうか、美人は待遇違うか。違うか。確かに髪がね、風でね、風でね。揺れてるわ。じゃあ、あゆみちゃんめっちゃ揺れるじゃん。あゆみちゃんめっちゃ揺れてた。じゃあ何このゲームのヒエラルキーというか、うん。あれは髪の揺れでわかるの？優遇されてるかどうかは。テラさんが偽名を使っている可能性。私と同じ隣町に彼は母親と一緒に住んでいたわ。そしてお母さんが亡くなられた後、彼は法律家になると言って町を出たの。必ず成功して迎えに来ると私に言い残して。ねえ、ゆりさんって何歳だったっけ？僕の母親だから多分40代ぐらいじゃないかな。ゆりさん？ゆりさん、多分。ちょっと見てみる。ゆりさん、45。45。 45歳。今の方は？今の方は、ゆきこさん。はてなはてなだね。あはてなはてなはてなだね。あ。モブは1万円だって。または作者の子供の落書き。ああ、なるなるほど、なるほど、なるほど。なるほどね。俺のこと知ってる？あなたこそこんなところで何をしているの？飛ばされた可能性があるんです、僕。ごめんなさい。ああ。念のためですからね。これは念のためです。ごめんなさい。いいですよ、いいですよ。念のためですから。いくら呼んでもあの人は現れないの。でも私はいつまででも待つわ。一応、しきたりなものでね、呼ぶのは。じゃあ今度は、綾代家？じゃあ、綾代家か。アミンか？私待つわ。いつまでも待つわってことでしょ。それをアミンっていうの？アアミンって歌？違う違う違う。アミンのっていうユニットの女性2人組ユニットが歌う待つわって歌。ゆきこさん、お話ありがとうございました。そうだよね。ゆりさんの息子の可能性はあるよね。あるよね。が、その綾代和子の可能性が。お帰りなさいませ。本日はもう事務所にお戻りかと思っておりました。いや、選択肢がありましたから。カズカズトのこと。全蔵さん、綾代和人ってご存知ですか？どこでその名前を？これは確信かな？いえ、隠していたわけではないのですが、実は和人様というのはゆり様の弟なんですよ。あ、そうだよね。子ゆりさんには供にしたらちょっと若すぎるかなって思った。でもさ、40何歳だった ?5 歳？あ、エリーさんこんばんは。エリーさんこんばんは。ありがとうトゥルございます。ルルーって今確信をついたようなね、音鳴ったところですよ。今ね、いろんな人が出てきてる。ここに来て。あれこれか。45歳でしょ？ 45歳の方のさ、お子さんってさ、まだちょっといや、だって、若くない？ 45でしょ？ 25歳で産んでも、もう20歳だ。いやでもさ、ゆきこさんがさ、うん絵で見る限りは30。20歳には20歳そこそこには見えんの。30代手前じゃない？ 30はならないと思う。このぐらいかな。だとしたら3つ上でもありじゃない。でしかもまあまあありだよ。それはありだけど、でももっと言うならこのゆりは駆け落ちしてるからね。
反対されて。そっか。じゃあ早くにお子さんがいてそうもおかしくはない。おかしくはないんだよ。で、しかも、なんて言ったらいいの、この、なんちゃら伝説が、で、残るっていうぐらいの時代設定だよ。でもまあ弟だから。まあまあまあ、そうだね。弟だね。あ、そっか、弟か。弟あ、カズトは弟か。そうそうそあ、そっか。あ、じゃあさ、弟ってなってもさ、40代ってこと？あ、行方不明当時25歳だって書いてある。20年前だからそうだわ。あれ弟ってまだ子供がいらっしゃる？弟でしょ？何歳なのじゃあ。じゃあ、キクさんって子供？キクさんは、だからユリとカズトが子供ってことでしょ？一人じゃないんだ。一人娘って言ってたよね。一人娘のはずだったよね。そう、ユリさんが一人娘なはずなんだよ。待って。一人娘ってちゃんと言ってたよね。キクの一人娘。キクの娘とキクの一人娘って表現違うよね。違うよね。あ、でも、一人娘って何？娘が一人しかいませんってこと？そういうこと。男の子は、まあ、別ってこと？言い方がよくわかんないんだけど。でもさ、一人息子って言われたらさ、息子一人っぽいよね。旦那さんが他の女性との間に作った子供なら可能性があああ、そういうことか。血のつながらない弟ってことか。娘は一人で数名の息子がいたとか。あ、そうか、そうか。日本語むず。うんうんうん。はい。しかし、キク様の本当のお子様ではないのです。ないって。もう言ってくれてんじゃん。綾代家の席に入れて我が子として育てられました。ああ。めかけさんの子か。うんうん。このぐらいだから戦争孤児か。ああ、まあそっか、時代背景的に。はい。カズト様とその母親は当時この屋敷の離れに住んでいらっしゃいました。母親がいるから孤児ではない。旦那様が亡くなられてからはキク様に疎まれてこの屋敷から出て行かれました。ああ、なるほど。今頃どこでどうなさっておられることやら。カズト様とユリ様は本当に仲のいいご兄弟でした。出てきてないわ。順次は出てきてねえよ。マンダムさん。順次ってごめん。全然のこと言ってるよね。カズト様は稲川さんでしたでしょう。カズト様ならユリ様の居所をご存知かもしれませんね。なるほど。仲良かったじゃない。なるほどね。カズトとユリ。お守りについて。お守り？はて、何のことでしょう。やっぱりちょっと心当たりがございませんが。やっぱり善蔵のことを稲川だと思ってんだね。前にお話。あれ？アキラの写真見せても一緒だよね。この頃のアキラ様は可愛いお坊ちゃまでしたのに。意味があるね。この頃のって今は違うってこと？そうだね。西洋風の作りの王。全然第二の殺人が来ないんだけど。来ないね。じゃあ親戚？先日次郎様は警察へ事情聴取のために出頭なさったようです。しかしアリバイが成立ということですので、今日もお仕事に励んでいらっしゃったことでしょう。アリバイ成立か。警察も何を言い出すことやら、よりによって次郎様を疑うとは
仕事だからね、疑うのはね。ところで和人様のことをどなたからお聞きになられたのですか？べっぴんさんから聞きました。和人さんの婚約者だという藤宮由紀子という女性から聞いたんです。実は和人さんは法律家になると言い残して町を出てしまって、今どこにいるのかわからないそうです。和人様の行方が。そうだよね。別ればユリとつながったかもしれないのにね。由紀子さんはその帰りを待っているとおっしゃっていました。さようですか。菊様の亡くなられた年に戻られるとは、何か因縁めいたものを感じますね。あの態度とあの顔じゃまあ疑われるよね。和となる人物は事件とは無関係なのか。いや、それとお話の途中ではございますが、もうすっかり日が落ちてしまいましたよ。帰れってことですね。あ、本当だ。もうこんな時間なんですね。帰りますか。じゃあ帰りますか。でもなんか起きそうな気がする。なんか起きそうな気がする。それでは今日はこれで失礼します。はい、どうかお気をつけて。すっかり遅くなってしまった。あゆみちゃんもとっくに帰ったみたいだな。今ね、電気ついてないもんね。今日もお疲れ様。おー。バグったかと思った。バグったかと思った。おはよう。昨日はずいぶん遅かったのね。ちょっとね、いろんなことがありまして。伝えたいことがあって待っていたんだけど、ちっとも帰ってこないから心配してたのよ。こういう時スマホがあると便利だよね。ごめん、心配かけて。LINE 入れとってって。それで伝えたいことって？実は私、あなたに電話した後、アキラがよく出入りしていたというスナックへ行ってみたの。そこで聞いたんだけど、アキラはヤクザに借金してずいぶん困っていたらしいの。ところが最近どういうわけか溜まっていた借金をすべて返済しているのよ。それ骨董品を売ってってこと？それどころかアキラは仲間たちに自分は未来の綾代商事の社長だって言ってたんだって。たまには長屋の梅酒ロック飲みたくなってきた。わかる。梅酒超うめえよね。キクさんが死ぬ少し前のことよ。飲みやすいよね。飲みやすい。ただアキラを乗せた車を運転していた人のことについてはそれが誰だったのか分かんなかったの。ごめんね。でもその男の人っていうのは3、40代の紳士風の男性で、アキラと一緒にいるのがとても不自然だったそうよ。不自然か。少なくともただの友人ではなさそうだ。そうだね、友人ではなさそう。あゆみちゃん、今日の調査の前に推理を手伝ってくれるかい？もちろんよ。よし、じゃあ推理してみるか。いや、パンちゃんボイスは可愛い。可愛いよ。盗んだ骨董品を処分した金で借金を返したんだろうか。多分その線が濃厚だよね。盗んだ骨董品のお金か。どういうつもりか。アキラは自分を未来の社長だなどと触れ回っていたという。なぜそうなるのかが。そのアキラと一緒に行動している40歳ぐらいの男とは誰なのか。幹事殺しは盗みを見とがめられたアキラのとっさの犯行だと思われていたが。はい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 。幹事はナイフで刺された時すでに死んでいたらしいことが新たに分かった。だとすればこの殺人は計画的なものなのでは。菊の死といい幹事殺しといい、これら一連の事件は全て誰かの都合のいいように進んでいるじゃないか。そう、それは分かってる。それが誰なのか。あら、電話だわ。誰かしら。
宇津木探偵事務所です。起きたよ。起きたよ。何かが起きたよ。第2じゃない？第2の。大変よ。スタプロくん。何？大変です。次郎様が。あ、次郎様が。あ、ジローが来ちゃった。私、あずさだと思った。ジロー、俺、アキラだと思ってた。ジロさんはどうしたんです？もしもし、千蔵さん。第二の被害者はね、俺、アキラだと思ってたんだよね。心不全で死亡した綾代家の当主。あ、まさよかった。もう寝てるかと思った。綾代家執事である善蔵は、その死に不審を感じる。善蔵より調査を依頼された私立探偵のあなたは、調査中に起きた事故で記憶を失った。死人よみがえりの伝説が残る明神村で、やがてあなたは莫大な遺産と権力争いをめぐる複雑な事件に巻き込まれる。はいはい。綾代商事の社長幹事が土蔵で殺され、事件は殺人へと発展した。そして今またあなたに執事からの電話が何かを告げた。幹事の弟綾代次郎に一体何が。あなたは明神村へと急いだ。おーい、フグタくん、大変だよー。全然似てね。全然似てない。あ、いや、ここにっていたのは薬です変わり果か。てた綾代次郎の遺体だった。あ、いやー。いやなぜアイリーさん、ちょっと驚くよ。驚くよね。あ、いやいやいや。裏山で、綾代家の裏山で。おいおい君、勝手に入ってきてもらっちゃ困るよ。幹事さんが刺される前から亡くなっていたのなら、なぜ幹事さんの胸から下にかけて、そして指に血がついていたのでしょうかを考えてましたって。あ、なるほど。なるほど。あ、よかった。推理しているときは眠くなりません。多分殺害されてすぐだったってことかな。ってこと？に刺されたら多分血は流れるはああ、ラララよ。ず。体だよ。ああ、なんだ。よく見たら宇津木さんのところの探偵か。なんだろう。心臓動いてないから血は吹き出はしないんだよね。分かっているだろうけど、現場は荒らさないでくれよ。それと今熊田先生が検視をしているから邪魔しないように。先生。わかりました。そっか。死因は見るからに自殺だね。自殺？いや、その線はない。自殺はない。詳しいことは熊田先生に聞いてくれよ。はい。見るからに自殺だね。ない。それはない。なぜなら自殺するメリットがない。自殺の可能性は高そうだけど、現場で遺書らしきものは見つかっていないようだね。だって、あ、いや、熊田さん呼んでみるか。熊田先生。お、君か。見ての通り大変なことじゃ。死因は？見た限りでは首吊りによる窒息じゃな。死亡推定時刻はいつくらいですか？昨夜0時から1時頃じゃな。発見者は今朝散歩にやってきた善蔵じゃ。善蔵さん？善蔵さん？ちょっと待って、前回も善蔵さんだったよね。前回もそうだね。
幹事さんに続いてまた全蔵さんが大丈夫だろうか。誰かに縄で締められたのなら首筋に縄を外そうとしてかきむしった跡があるはず。その前に一つ言えることは、脚立の倒れ方がちょっと不自然かな。脚立の倒れ方がちょっと見ての通りじゃ。あえて控えてるかもしれないけど、首吊りなら遺体が綺麗すぎる。そうだね。脚立の向きがちょっと気になるな。何か現場で気がついたことはありませんか？これは倒れる方向がと場所。なんか不自然。それは見ての通りじゃからの。そこまでリアルな描写なのかどうかわからんけど。見ての通りじゃからの。これといって気がついたことはないの。そこまでね、その描写的に綺麗にね、理屈づけてこうやってるかどうかわかんないけど。でもあれ背後が少し怖いわ。怖いね、確かに。もう異様だもんね。そうなんだ。第一発見者だと首吊りってそうなんだね。ここに全蔵さんの姿は見えない。屋敷にいるんだろうか。そうだね。一回全部筋肉緩むからね。見た目がそうなるってこと？でも舌が出てたのはちょっとリアルだったね。やっぱ舌出るもの。力全部抜けちゃうから。先生なら死因や死亡推定時刻の見立てをごまかすこともできる。ごまかすこともできるからね。協力者として、うわエリンさん大丈夫か？大丈夫かエリンさん。綾代二郎の体が力なくぶら下がっている。これは結構衝撃的だわ。確かに足は後ろには曲がるので、勢いづけるなら後ろに蹴るはず。そうなんだよ。前にあるんだよ。でしかも天板がこっち下の方向いてたから、かな。綾代二郎の体がなんかいろいろと出てくるのはよく聞きますよね。そそうなの？そう、いろいろ出る。気になるところはない。本当垂れ流しな、そうか、緩むからもう力が。やけに念の入った縄の結び方だ。二重三重にくくってある。それは見たことないはずだわ。その漫画とかさ、ドラマとかでも。そりゃそういう描写はないわ。ない。気になるところは脚立だ。二郎さんが用意したもののようだ。本当か？脚立の向きが前に蹴ったとしても、脚立だからこう倒れるんだよ。でしかもこれ草むらだから跳ね返ったりなんたりしないはずなんだよね。クッションになるから。でもこっち向いてるからね。かきむしってるならば首か指先に何か残りそう。そう残りそう。見えないんだよな。やけに念の入った指先もないね。見れないね。はい。綾代二郎の体が。これで終わりか？脚立は普通倒れてる。誰かが脚立に登ってぶら下げた可能性もある。死亡推定時。なんか間違えた。死亡推定。見た限り。あとはなんだ？もうなんじゃ。
他に何か調べることはある？あ、警官心臓。第一発見者だと聞いたけど。屋敷にいるんだろうか。移動できないからまだ何か調べることがあるのか。なんだね、邪魔。君も大変だね。見るからに自殺だ。いや、自殺じゃないと思うんだよな。詳しいことは熊田。追い出すとかね。追い出してみたんだけど、ダメなんだよね。あ、ごめん。なんか他にあるか？呼ぶんじゃない。聞いてもダメ。熊田先生かな、じゃあ。お、なんじゃ。俺屋敷にいて善蔵さんに話を聞きたいんだよね。あ見ての通りじゃ。ああ、見ての通りじゃだけか。熊田先生。あ、来た。ロープが気になりませんか？ロープがやっぱ二重三重にも。そういえばロープの締め方にえらく念がいっておるようじゃ。確実に死にたかったのかのう。いや、確実に殺したかったんじゃない？さあ、殺した上で首ったか、吊らせたか。ぶら下げたっていう言い方が正しいのかな。こたつに登ったら木に結べるくらい届くのかな。そう、届くのかな。確かにそうだよね。そうだよね。確かにロープの締め。見ての通り。見ての通りか。死亡推定。首吊りによる窒息死。窒息死であることには間違いないのかな。間違いないんだろうけど。どうやってあんな枝の先の方にロープ設置したのって確かに遅すぎる気はする。全然話があるか。確かにね。今は屋敷におるようじゃぞ。二郎の体格からするとおそらく50キロぐらいはあるはずなんだよね。それに耐えれる枝ってことだねあれは。善蔵さんにもご遺体発見時の状況を聞いておきたいんですが。屋敷の門に用があるなら声をかけてきてやる。わしは病院へ戻るからそのついでじゃ。すいません、助かります。熊田先生が戻っていった後、しばらくして善蔵さんとあずさが現場にやってきた。二郎様が。なんかさ、善蔵さんが怪しくなってきた。そちらに伺いもせず、一刻も早く現場を確認しておきたかったので。なぜこのような不幸なことばかりが綾代家に。いうことがある。二郎のこと。善蔵さん、二郎さんを最初に発見されたのはあなたなんですね。はい、さようです。あの時は驚いて声も出ませんでした。昨夜の0時から1時頃はどうされてました？ゆうべは早く休みましたが。アリバイなし。二郎さんについて何か気がついたことがありませんか？実はゆうべ二郎様が屋敷にいらっしゃいました。そうだ、二郎さんは普段屋敷にはいないんだったな。忘れ物を探しに戻られた二郎様は容疑も晴れほっとされておられましたのに。なるほど。探し物は見つからなかったようですが。何を探してた？何を探してた？二郎。
他に気づいたことあるかゆうべな。ああ、ないね。あずさ。あ、あかねあかねさんは来てい来てないか。じゃあ、あずさあずさ。漢字兄さんの次にジローまで何ですか？一体どうなってるのよ。ふわとか言うっけ？言わない。あのジローでもエリーさん乗ってくれて、あ、肉まんさんも乗ってくれて。自殺なんてするもんですか。肉まんさんから始まったの？つまり二郎さんは誰かに殺されたと。知らないわよ、そんなこと。こういうことを言うってことは、あずさは多分違うんだろうな。違うね。あずさ違うね。あずさ違うな。意外とさ、私とドラゴンさんが言ってた全蔵さんが怪しいかもしれない。昨夜の0時から1時頃はどうされてました？何よ、あなたに言う必要はないわ。あ、似てる？イヤリングが似てる。イヤリングそこも見てたの？すごい。漢字兄さんもジローもアキラが殺したのよ。今度は私を狙ってるんだわ。こういう時ってさ、ペンダントとかね。アキラさんにはジローさんやあなたを殺す理由があるんですか？ブレスレット、腕時計とかね、ブローチとか。あれで見れないの？写真、メモ。あいつの考えてることなんてわかるはずないじゃない。女性の装飾品とかはね、アキラさんと会っていたという人のことですか？指輪とかさ、何よ、あなたに言う必要はないわ。あら？自殺現場。不在中にロープの場所あたりでどさっと何か重さのあるものが落ちる音がした。その場には朽ち果てた衣服の仕切れ？歯切れ？歯切れか。ちなみにこんな感じ。おお。イヤリング。イヤリング。ああ、まあまあ確かに色違いって感じ。すごい。どうして死んだのかなんて知らないわよ。ただの自殺はありえない。見てるな、そういうの見てる。念のための確認。装飾品。あ、見る。ああ、やっぱ。特にご年配の方とかね。屋敷にいたわよ。あ、言ってくれた。屋敷にいた。アキラが誰と会っていたのかくらい自分で調べたらいいじゃない。あなた探偵なんでしょ？強いな。屋敷にいたって言ってるでしょ。うわー、不愉快だわ。もう話すことなんて。強いな。全蔵？なぜこのようなことに。調査メモがさ、更新されたよね。あれ、あんだけしつこく聞くべきことだったんだ。そういうことなんよね。あの時はゆうべは早く。アリバイないんだよな。そういえば次郎様がお帰りになられる前、神田様からの電話を茜が取り次ぎました。神田様の？神田弁護士から次郎さんに電話が。間違いないか。茜さんに確認してみよう。神田様の顔も出てきてないから。他に気づいたことは？そういえば次郎様ないか。茜を呼びたいな。茜さんはどちらに？
茜でしたら屋敷におります。行こう行こじゃあ話を聞いてきます。警察の方が私にお話があるとのことですので、今しばらくこちらにおります。ご案内もできず申し訳ございません。気にしないでください。う。ああ、なるほど。あ、いたいた。怯えてるね。茜さん。次郎様が。とりあえず昨日のこと聞く。次郎のこと聞こうか。今晩すずちゃんはうなされるでしょう。胸が苦しくなり、息をするのも辛くなる。声とも音とも取れる何かが小さく聞こえてくる。ゆっくりと目を開けると、何なのこの人。次郎のことね。次郎のこと。昨夜、神田弁護士から次郎さんへ電話があったんですか？はい。確かに神田様からの電話を次郎様に取り次ぎました。その電話の後、次郎さんは帰っていったんですね。そうです。怪しいね。なんだろう。次郎さんの死亡推定時刻は0時から1時。となると、顔出てくるかな、そろそろさ、神田弁護士の事務所に行きたいんだよね。神田弁護士来た。必要がありそうだ。来た。昨夜の0時から1時頃はどうされてました？次郎様が帰られた少し後にあずさ様も出かけられたので、一応戸締まりして一人で部屋にいました。あずささんは屋敷にいたと言っていたが、次郎様帰られた少し後にあずさ様も出かけられた。そうか。あずさは昨日、屋敷にいたって言ったら食い違うんだ。暗くてよく見えない闇に慣れてきた目で見ると、そこには麦が上に乗って喉を鳴らしていた。おってよかったよ。もうエリーさんも怖がってたでしょうが。怖がってたでしょうが。でもね、麦はね、重いからね、金縛りっぽくなるよね。なる。麦とジジは体重が重すぎて、本当に6キロぐらいあるんだっけ？うなされる時があるよね。お話しすることはこれといって。いや、まだあるはずだよ。君はあるはずだよ。お若い頃のアキラ様ですね。今とはだいぶ雰囲気が違いますけど。すんだよな。なんかある？確かに神田様。電話短縮入ってたよね。電話だ。あ、違う。必要な時。取るってな。これ電話とかでしょ。ああ、そっか。あずさ呼べる？あずさ様はいらっしゃいます。いない。事件現場からどこかに行ってしまったまま戻ってきていないのか。あずさに話聞きたいな。あずさと神田。お手洗い怖くなったらマンダム様のせいよね。そうよ。ゆうべはマンダムジジイのせいですよ。あずさ様が出かけられた後にもう何でもマンダムさんのせいにしとこう。最低だね。それもそれで。まずは神田弁護士の事務所に電話したよ。来た。番号は米16の短縮ダイヤルだったはずだ。ちょっと借りますね。電話。棚だこれ。勝手に調べるの？綾代家の今だ。待って。電話。電話だ。これ？今じゃないの？今じゃないの？取る？取る？あ、これ？
あ、これなんだ。来た。米の16。神田弁護士事務所でございます。もしもし、僕は宇津木探偵事務所の探偵ですが、神田先生はいらっしゃいますか？神田はただいま不在ですが。あ、そうですか。ではちょっとお聞きしたいのですが、昨夜綾代次郎という人が来られませんでしたか？個人情報につきお話しすることができません。来客ならございましたが、その方かどうかは。実は。その方が自殺？はい。ですので神田先生が何か事情をご存知でないかと思いまして。秘書の私でよろしければお話を伺いますので、こちらにいらっしゃってください。わかりました。伺います。神田には会えないけど秘書から話を聞ける。ね、6キロはまあそうね、食べさせすぎやね。でもね、私じゃないんだよね。私のママンがもうよくね、そういうこと言っちゃう。おやつをね、そう言っちゃいますか。あかりさん。いやでもそうだ。僕はこれから神田事務所に行ってきます。よし。はい。行ってらっしゃいませ。呼んでくれればトイレまで同行しますよって。いいなぁ。いや、この変態がだろ、本当。俺のトイレにもついてきてほしいな。すみません。で、協力的よね、この秘書さんは。秘書さんはね。先ほどお電話しました宇津木探偵事務所の者です。お待ちしておりました。どうぞ奥にお入りください。そして隙をついてディオさんの隣に潜り込んでそういね。あ、そっちでいいんだ。そっちでいいんだ。そっちでいいのね。改めまして神田の秘書を務めておりますそっちの方か。医師の玲子と申します。あれディオさんの隣にしかならなくて。ならない。ちょっと雰囲気違うな。俺のイメージしてた。真ん中になることもあるか。あるのか。ああ、川の字だからね。いいとこ取りだな、それ。そしたら神田先生のこと聞こうと。神田先生はどういった方なんですか？お若いのにとても優秀な方です。まだ30代だったと思いますよ。とても仕事熱心な先生は常に真摯に仕事に向き合われる方です。うん、なるほど。先日も以前担当された事件のファイルを熱心に見ておられました。そういう時の先生には近寄りがたいものさえ感じます。事件のファイルを見てた。あの人顧問弁護士でしょ。昨夜会社のここを訪れた人がいたんです。なんで事件のファイルを見る必要があるの？あ、まあそれ以外にもやってんのか、何か。確かに男の方が先生と一緒にお見えになり、しばらく奥の部屋で話し込んでおられました。自殺されたというのはその方なんですか？いや、それがね、わかんないんだけど、多分そうじゃないのかな。ここに来た男性がいたことははっきりしたが、それが二郎さんかまでは断定できないな。確かにね。ファイルのこと聞いてみるか。神田先生イコール法律家だから。あ、そうか。その可能性はあるな。そうじゃん。神田先生は綾代和人。多分30代でしょ。30代。あ、そうかもしれん。来たよ。来たかもしれん。繋がるかもしれない。これここの証拠さえ取れれば繋がれ。ドラゴンさん推理してんじゃん。してんじゃん。過去の事件ファイルは厳重に保管されております。しかしプクとは似ても似つかないおじさまの姿にショック。あ、ディオさんが？ディオさん若いよまだ。若いよまだ。気づいたことあるかな？綾代家の事件については報道されている以上は存じません。ああ、なるほど。綾代家のことについては何か知ってる？綾代家の事件については報道され。ああ、以外は知らないか。ファイル。
勝手に触られては困ります。すいません。すみません。ミール、ファイル。勝手に触られては困ります。だとしたらさ、すみません。そうだとしたらだよ。なんで黄色になってんのじゃあ。ねえ、じゃあ見せようか、アキラの写真。この人を見たことはありませんか？さあ、会ったこともあるような気もしますけれど、昨日いらっしゃった方の写真でもあればお役に立てるんでしょうけど。二郎さんの写真か。どこかで手に入らないかな。どこかで手に。はいし。菊の部屋、違う。綾代家。あるとすると綾代家。カズトは今も男なのかな。その路線はね、考えてなかったわ。これ性別が変わってることはちょっと分かんなかったわ。そうだよ、そこまで考えに至ってなかった。至ってなかったわ。綾代家に戻るわ。お帰りなさいませ。よし、あかねさん、次郎の写真ちょうだい。そういえば、ゆうべ、来た次郎さんは来た来た来たお忘れになった免許証を探しておられました。免許証。善蔵さんが言ってた次郎さんの忘れ物というのは免許証だったんだな。免許証。その時は結局見つからなくて、あそして先ほーどソファーの下に落ちていたのを私が見つけました。今となってはください。それ使う。こちらが次郎様の免許証です。お役に立つかもしれません。ありがとうございます。確かにお預かりします。すぐ使います。今は亡き綾代次郎の免許証だ。あの不機嫌そうな表情のままで写っている。そこいる？そこいる？次郎の免許証見せる？お役に立つといいので。ああ、そういうこと。今は亡き綾代次郎。一緒じゃない？さっきと。一緒だった。で、ちょっと弁護士事務所。失礼します。あなたでしたか。奥にどうぞ。いや、笑顔じゃダメですよね。確か真顔じゃないとダメだよね。そう。確か免許証って。いつも写真撮るときにさ、言われるよね。神田は外出中ですので、お話は私が伺います。ちょっと見せるぞ。あれ、これ見るだった。見せる。はい、次郎の免許証。昨夜訪ねてきたのはこの人ですか？確かにこの方です。昨日お見えになったのは、この方が綾代商事の専務さんでしたか。でもあの方が自殺されたとはとても信じられませんわ。なんで？もう絶対笑ってはいけない状況ってなぜかわからないけどニヤついちゃうし、なんなら大笑いしそうになります。お葬式とかね。さあそうなんだよな。もうさ、そういう時さ、スーくんがさ全力でお経を読むんよ。読むでしょ。隣でお経読まれたら。もう全力で読むんよ、隣で。全力で読むよ、そりゃ。お嬢さんとかさ、スーくんのおばあちゃんとかさ、大きな声で読むやんか。読むね。あれに負けないぐらいの大きな声で読むんよ。読むよ。隣で。読むよ。ちょっと。何のためにお経をじゃああげてるんですか。読むよ。あれはね、笑いそうになる。そら読むでしょうよ。そら読むよ。お二人はかなり長く話をされた後、一緒に出かけられました。お話が弾んでいたようで、灰皿がすり殻でいっぱいでしたよ。あの後自殺されただなんてちょっと考えられないご様子でした。今殺されている
人のうんうん。共通点は全部タバコ。タバコやね。うちのマスターが言ってた。タバコ吸ってる人のがとても仕事熱心な得する得っていうか、なんかね、自殺を過去の事件ファイル例えばしそうになるとき、その人がね、タバコを綾代家の事件についてやめよっかなってなっちゃうんだ。へえ。これ以上はやめておいた。タバコにはまあそういうなんていうかな効果があるみたいな。あるの？へえ、我に返さすみたいな。なんかやっぱやめよっかなっていう気にさせちゃう。昨日お見えになったの。なんだろうね。なんか言ってたよ。なんかあるんだ。笑うとケツバットされるぞ。それを見て笑うすずちゃんを親戚が見て、あんたんとこの嫁は常識がないって印象悪くなるんやで。なるんやで。なるんやで。笑かそうとして言ってるんよ、スーくんも。いや、ないないない、それはないよ。真剣にだから、真剣に。俺は真剣だから、常に真剣だから。いつでも。怪しろ家神田。とてもなんか、あ、気づいたことか。綾代家の事あれ違件にうな。これ以上なんかここですることある？綾代家の事件に神田先生いないんでしょだって。先生はなんかあるか。掘るないもんな。何をするんですか。はい、ありがとうございました。怒らせちゃった。そう、いつだって真剣のマジですよ、僕だって。スーくんお経とかほんと好きだからさ。自殺するようにはならなかった。はい。だって真剣にみんな読んでるんだから真剣に読みますよ、僕だって。そして上手に読むんよ、本当に。ね。上手かどうかは分かんないけど。上手かどうかは分かんないよ。やっぱ、それは素人ですから、私。本当？はい、私素人ですから。なんだ村の人たちがこれ何次郎のことをまた噂してんのかな。綾代のところでまた人が死んだそうじゃぞ。綾代家でまた人が死んだ。たたりじゃ村人 B でしょ。よし、ちょっと休憩する？ちょっとだけ休憩しようか。ってことは何？今日はもう頑張るんだ。いや、だってどうだろう。もうちょっとでいけんのかな。あと1回ぐらいかな、やっぱ。いるかな。あとどのぐらいかかるんだろうね。あとどれぐらいかかるかな。それ次第だよね。それ次第だよね。もうちょっとで、あと例えばだよ、あと1時間ぐらいでいけそうですってなったらやるけど、いや、あと2時間ぐらいは確実にかかりますよ、このペースだったらってなったら、もう次の楽しみにとっとこってなる。それあれだね、新宗さんに聞きたいね。そう、新宗さんに聞きたいね。どうなんだろう。おじいちゃんの手ぬぐいピンクで可愛い。そうね、そうね。そういうの見ちゃうよね。見ちゃうよね。多分かかると思う。そうか。そしたらどうしようか。もうちょっとだけ進めてみて、この第4章たたりまではやる。そうだね。ね。そのぐらい、までやろうか。これまでやろうか。でもうちょっとだけこのまま続けようかね。つーくんはもうね、お茶にチェンジ。もうお茶に切り替えました。私だけ日本酒をちびちび飲んでる。スズランさんだけ飲んでます。瓶1本置いてるからね、もう。そうですね。それなんだっけ。これはね、半合。違う、半合じゃない。半升？半升？1升じゃないでしょ、だって。何ミリリットル？これは750？ 750。20。1升が 1.8 これでもだから。すごく飲みやすい。あ、そうなの？この君は程よく絶妙なフクロウっていうやつ？日本酒。これもでもまーさんが教えてくれたとこのメーカーさんっていうか同じ、そう
へえ。そこで買ったああ、言ってたやつか。はいはいはい。待って待って、学ブルな事実が分かったんだけど。何何？嘘？持ってんの？半分も終わってないって今だ。マジですか？なんとも言えない。そう、今日はね、エリーさん、私とスープは日本酒さあ、をね。日本酒をね、ちびちびと。あんたまだおったんか。あれほど言うたのに。あれほど言われたのに。これそうだよね。半分も終わってないならさ、確かに第3の殺人も起こりそうな気がしてきた。起こりそうな気がする。第2あたりでもう終わるかなって思ってたけど。そう。マジか、全然か。俺ら半分ぐらいはもう終わってんじゃないって思ってたんだけど。ねえ、マーさんびっくりだよね。この写真の人なのまだですか？前半戦。なんじゃ？知らんか。これが綾代明です。ただしかなり前に撮られた写真なんですが。何？綾代の？あんたなんてもん見せるんじゃ。知らん知らん、なんも知らん。あんたもうやめなされ。綾代家に関わるのはまだお若いのに。これだ、金田一少年もそうだってさ、思うんだけど、なんでこういう村にこういうでっかい屋敷が建ってんだろうね。綾代家でまた人が死んだ。あるよね。うんありがちだよ。ありがちだよね。当たりじゃなんでだろう。なんでこんなにあるんだろう。村になんでこういうなんていうの、資産家とかなんとかが住みたがるの。この免許証の男性なんですが。そうだ、そうでしょ。あんた本気でその人が自殺したと思うとるんか。思うとるよ。この人は思って自ない思ってない殺なんかじゃ思ってないね思ってない。え。戦さんに殺されたんじゃ。いや、確かに二郎さんの死因が自殺だとまだ決まったわけじゃないけどさ、表示ないから B にしたのかなって。違う違う。違うわ。違う。検視結果が出てるんじゃないかな。結果が出てんじゃないって。なんだろうね。本当にちゃんと調べてるよね。調べてるよね。熊田先生、こんにちは。お邪魔します。ああ、君か。たった今警察から連絡があったぞ。次郎の検視結果が出たそうじゃ。何で、どうだったんですか？やはりただの自殺じゃと。自殺？何か悩み事でもあったんじゃろでも二郎さんには直前まで全く自殺するような素振りはなかったようですよ。幹事さん殺しの容疑も晴れて、これから綾代商事を動かしていけるというのに。そうそう、あまりにも不自然だと思いませんか？確かにそうじゃが。いや、取り立てて話すことはないの。なんか見せるものないよね。次郎の免許証。ないか。スーさん、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。カズトのこと聞いてみるか。まあでも聞いてないもんまだ。ゆりさん知ってんだから熊田先生、多分。綾代和人ってご存知ですか？カズトじゃと。どこで聞いてきたんじゃ。確かにゆりさんの腹違いの弟じゃ。腹違い。肩身の狭い思いをしながら、屋敷で暮らしておったカズトたち親子をゆりさんはかばうかのように優しく接しておったんじゃよ。なるほど。姿だけではなく心まで美しいまるで天使のような人じゃ。
左右の2人が痒くてゲーム内容が頭に入りながらマあジりがとう、スーさん。俺首めっちゃグワーってなってたけど俺めっちゃ顔じゃねえや、首がグワーってなってた。もっとねなんかこう僕にねこういう技術があればいいんだけどね、この僕の体を動かせるさ。こんなんでもちょっと動かしてるだけでもすごいと思うんだけど。いやーまだまだですよ、まだまだ。しつこいの。そういえば診察に来んな。喉痛い。喉はもういいんじゃろうか。わしの言う通りタバコをやめとればよいのじゃが。あ、そっか。これ前言ってたっけ、タバコ。いやタバコって言ってたっけ。みんな吸ってんじゃん。みんな吸ってる。ちょこちょこ動いてるのかわいい。かわいいって。じゃあスズランさんのやつは結構早かったよ、動かすの。もう本当はね、スズランさんの動きにこうなんだろう連動させたいんだけどさ、スズランさんが別にって言うんだよね。ファミコン時代みんな吸ってた。熊田先生、こっちの声が聞こえてないな。あ、来た。これ分かった。分かった。ファミコン自体みんな捨てた。嘘？本当に？それはそのリアルで。リアルでってこと？多分まだその健康的なあれがなかったのかな。バインダーはいくつもあれ違った。これメモなんか見れんのかなと思ったけど。これは骸骨の写真じゃなくてレントゲン写真だ。なんとシャウカステンって何？これのこと？これ付箋じゃないの？これじゃん。ああ、これのことか。写真を見るための機械だ。シャウカステンっていうらしいよ。電話が遅れている。タバコは確かに僕も吸ってるもんな。でもスーさんは吸ってないって。でもね、吸わない方がいいよ。実際。いろいろな薬がいっぱい並んでいる。そうだね。ここ往診用のカバンのようだ。電気スタンドだ。なんかあるか？喘息持ちか、スーさん。そしたらね。私も気管支は弱い。弱いね、あなた。だから絶対そばで吸わせない。そうだね。全部聞いたよね。だね。なんか考えてるって言ってたよね。ちょっともう一回。違うね。ポッチャないよ。ポは可愛いよね。ポは。冬は嫌か。冬はね。乾燥しちゃうからってこと？私もずっと咳してんじゃん。してる。ずっと咳してるね、あなた。もう今もだし、もうずっとだよ。あなたほんとすぐ風邪ひくもんね。そうやね。喉痛めるし。そうそう。あれこれちょっと待って、ローラーしてみたけど。おっとおっとおっとところで熊田先寝てる？寝てんじゃないの？もう寝てるの？熊田先生考え込んじゃった。もう何を聞いても無駄みたいだ。移動できた。よかったよかったよかった。綾代家。体力落ちたらシーズン中死んでる。その体力と喘息って何か関係あるの？体力落ちたら喘息出やすいとか？そういうこと
なのかなってちょっと思っちゃったんだけど、違うのかな。なんかさ、うん。梅雨の時期とか、うんうちょっとん。辛いイメージがある。ある？あ、梅雨？なんで？友達がね、梅雨になるとさ、お帰りなさいませ喘息がひど。くなってたんだよね。どうぞ中へお入りください。うちのばあちゃん喘息だけど、そうじゃなかったかな。あ、じゃない？うん、違そう。った。何かわかりましたか？だからもう風邪はね、すごくやばいんだよね。風邪ひいただけでもね、うん本当にね、やばいんだよ。そう、やばいんだよ。私なんか本当に風邪ひかないようにさ、頑張ってるのにさ、そうそう。それでもひいちゃ聞いちゃうからうんだよ。ね、本当なのにスーくん何にもなんだよ。俺半袖短パンで冬過ごしてても風邪ひかないからね。びっくりだよ、ほんと。ほんと。咳込むってかなり体力消耗しちゃうよね。そうだよね。いや、ほんときついもん。喉痛くなるし、お腹も痛くなるよね。腹筋が。そう本当に疲れる、咳すんのは。ね長らく喘息発症してませんが、一応喘息持ちへ。そうなん。じゃあ肉まんさんのと一緒にいる時はタバコ吸えないね俺。当たり前やないか。体力落ちると風邪ひきやすくなって喘息起きやすくなるからって。あ、なるほど。でもスーさんはあれだよね、武術系のそうそうそう。あれしてたからね。だからほら、体鍛えるのやめられないし。うん。多分夜になったからもう終わるばい。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 夜になったからもう終わるばい。特にありませんが、あの日茜が土蔵の近くでお見かけしたき、どこへ行ってしまわれたのやら。土蔵、なんか土蔵聞けるようになったよ。茜も知らないと申しておりました。なるほどね。次郎のこと。次郎様が自殺を選ばれるほどに思い詰めていらしたとは。思い詰めてないんだよ、次郎は。何も。なのに死んでんだよ。そういえば、あずささんはどちらに？姿が見えませんが。それが出て行かれたきりお戻りにならないのです。当分ここにいるとおっしゃってましたのに。ここ最近はずっと部屋にこもっていらっしゃる様子でしたが、急にいなくなられて心配です。なるほどね。この間喘息出たって。もはやゆり様が戻られることだけが唯一の望みです。あれは本当にききついよついよね。ね。だって風邪ひいてさ、俺めったに風邪ひかない俺が風邪ひいて咳めっちゃ出た時でもめっちゃきついからそうそうやね。ね。鍵は私が持っております。銅像の奥の扉のことでしたら私にはちょっと分かりかねますが。土蔵の奥に扉があったね。あったわ、忘れてたわ。和人様は菊様の子供ではありませんが、法律的には綾代家の人間と認められます。そうだね。和人様も遺産相続には関係があるのではありませんか？あるよ。まあお盆や年末には父方の祖父母の家行くのだ、結局。伏流園ね。伏流園ね。でも今ほらアイコスとかあれ伏流園あるんだっけ？あれもあるのか一応。アイコスがある。あるよね。あるよね。自分は次は自分って言ってたしね。派手なお姉様。そう言ってたね。ここにいられないって感じなのかな。何のことやら見当もつきません。横になると咳が止まらなくなるの本当にしんどい。わかるよ。横になると逆に出ちゃう。いや、私めっちゃ聞くんじゃん、夜。分かりかねますか。私本当横に夜ちょっとうるさいぐらい。特にありませんが。交感神経から副交感神経に変わる時がやっぱ咳出やすいって言うもんね。辛いよね。前にお話ししたことぐらいか。でもさ、それは次郎様の免許証でどうしてあなた様が。結局俺善蔵さんには結構喋ってんだよね。
情報。茜さんからお借りしたんです。健三さんやろ。次郎さんが屋敷を出て行ってから見つけたと。先回りできる善蔵さんなんだよな。あの時怪しくなってきたよ、善蔵さん。でも動機がないん決だよ。意をしていらっしゃったのでしょうか。いや、まだわかんないだけで。まあでも半分終わってないって言ってるから動機が出てきてないだけなのかもしれないけど、動機がないんだわ。茜はいるの？いろんなことが続いたせいか。ああ、実家へ帰ってしまった。茜は暇を欲しいと言って実家へ帰ってしまいました。ああ、まあこんな状況だとね。無理もないですね。申し訳ございません。お話の途中ですが、今日はそろそろ休ませていただけないでしょうか。疲れてらっしゃいますね。少し疲れました。すみません。私も年だからね。でもこんな風に言われると疑ってるのが申し訳ないわ。あ、来た。じゃあ今日はここ行って終わる？そうやね。ここ行って終わろうか。かなりわかります。眠たいのに寝れないから、寝たいのに寝れないから体調はさらに悪くなる。とりあえず薬で落ち着いてたらまだ大丈夫。糸間じゃないんだ。暇って言ってたよね。だね。そうだね。糸間っても読むよね。糸間ってさ、下の人が目上の人に言うとき。あ、そうなん。言い方の問題なんそれ。じゃないの。へえ。暇をくださいか糸間をください。暇を与えた、糸間を与えただったら暇を与えたがいい。なんか聞き覚えがあるし、糸間をくださいが聞き覚えがあるから。そうなんだって。多分ね。多分だよ。イメージですよ。イメージ。ちょっとじゃあ探偵事務所で行ったらおそらく話が進むはずだから、今日はこれでおいとまします。おいとまします。はい、お気をつけてお帰りください。これで多分ね、ショーが進むはずなんだよね。茜さんだけじゃなく善蔵さんも参っているようだ。それは参るでしょう。口数も少なくなっていたし。僕らもちょっと疲れてきましたし。おいとまいたします。こしか知らなかった。はい。こっちがよく聞くもんね。聞くもんね。失礼しますみたいな感じだよね。何か分かったの？かわいい。かわいい。なんかドアップじゃない？多分服装がパジャマっぽい。パジャマ？なんだか元気ないわね。ブラウス？何か。思ったように調査が進まなくて。なんでちょっとドアップな？それはだね、夜だからですよ。私の調査だけど、結局近いね。これ何？恋人の距離ってこと？ガチ恋距離って言うんだっけ？これでもさ、やっぱ近くで話してんのかな？近くで話してんじゃない？そういう描写かな？鎖骨。真相さんもやられとる。どうもここ最近のアキラの足取りがつかめないのよ。指名手配される以前からね。ね、横まとめてる後ろ髪っていいよね。スー君が好きな髪型。俺この髪型ね、ポニーテールの次に好き。あれ、メゾン一国の京子さんもこれ。こんな、そうだよね。そうだったよな。京子さんは横か後ろ。そう。後ろでゆるく束ねてる。アキラは一体どこに行ってしまう？ごめんなさい。あまり収穫はなかったようだけど、今日は分かったことを整理して推理してみましょう。はい、推理してみましょう。推理する。推理しよう。次郎は自殺の直前まで神田と会っていたようだ。関係者が相次いで消えていく綾代家。次郎は自殺ですって？本当に？いや、違うんだよ。あゆみちゃんもやっぱりおかしいと思うかい？
そう綾代少女を手に入れた矢先に自殺だなんて。そうね。だよもちろん人知れず悩んでいることだってあるでしょうけど、うんでもごめんなさい、推理の途中だったわね。続けてちょうだい。あゆみちゃんが探偵なんじゃないか説あるよね。綾代和人。彼もまた綾代家の血を引く人物だ。和人は何らかの形で事件に関わりがあるのでは。俺もそう思う。ねえ、今度は私何を調査しようかしら。これ頼りになるからあのさ、これさ、自分でさ、自分の正体を探すより、あゆみちゃんにお願いした方がさ、早いよ。俺の正体すぐわかんじゃないの？わかるよ、そうだよ。アメゾン一国懐かしいなって。懐かしい。スーくんが大好きなやつ。大好きなの。直前まで神田とランマより好きなんだっけ？ランマより好き。メゾン一国。だよね。関係者が相次いで消えてゆくそしてさらに。何を調査すればいいか。見せることができる。あなたが持っていた方がいいんじゃない？ああ、そういうこと？二郎の免許証は？あゆみちゃん、これを。二郎の何を調べればいい？免許証？そっか、アキラと会っていたのは二郎かもしれないっていうのね。わかったわ、調べてくる。これちょっと借りるね。写真代わりね。はいはい。明日から調査を頼むよ。任せて。あなたは明日はどうするの？やっぱり明神村で聞き込みを続けるよ。綾代和人のことが何かもっとわかるかもしれないし。じゃあ当面の推理、さまよう屍。屍違うね。なんて読むの？屍なんて読むんだろうあれ。じゃあ今日はここまでか。ね。誰かいたね今。誰かいたね。おはよう。じゃあ調査をやめるまではしないといけないのか。ね。じゃあ私は調査に行ってくるわね。いってらっしゃい。結果を期待していていいわよ。もちろんもちろんもちろん。頼むよ。一番信頼しますよ。僕も早速明神村に行ってみる。よーし。ここに来るのも何回目なんだろう。何回目でしょうね。村の人たちが集まってるけど、また何かあったのか。見たんじゃ。わしゃ菊さんを見てしもうた。またその話してんのか。本当だで。だろうね。わしもゆんべこの目で見た。ありゃ絶対菊さんじゃ。これはどこで見てんの？場所。いやでもさ、蘇って徘徊してるって話だから、菊さんが。あ、そうか。幽霊というか蘇って徘徊してるのを見てるってことだよね。噂が噂を呼んでるのか。よし、じゃあちょっとゲームはこの辺で終わろうかなと思いますので、雑談の画面にしますね。たたりにできたら得をする人がいるのかしらね。そう、いるのかな。そうだよね。たたり得する人がいるからたたりにしてんのかな。出るのかな。それが本当になんて言ったらいいの、村人たちの勝手なこの噂が噂を呼んでみたい。ちなみに俺さっき第5章だったの。第5章やってた。そうなん。そうかそうか。大丈夫。大丈夫。アニクマンさんお疲れはい、お様です。疲れ様です。ありがとうございます。キクさん、あかねじゃないかって。マジ？私でもドラゴンさん意外といい線いってる気がするかもしれない。何気にね。わかんないけども。超楽しそうじゃん、あなた。
ちいよ。なんかでもこういう時誰でも怪しく見えちゃうんだよね。見えちゃう。善蔵さんが今一番怪しいもん。全然さん怪しいよね。善蔵さんが今一番怪しい。多分ないと思うけど、ないかな。善蔵さんにしかだって話してないこといっぱいあるからな。そうだよね。難しいところではある。なんて言ったらいいのかな。今のところ物語的にはアキラが今一番怪しいことになってるんだよね。まあなってるけど、怪しすぎて逆にちょっとありえないかなってあー、なるほど。っていうのを言ってたじゃん。そのサスペンスドラマのお決まりで言えば、そうだね、そうだねないまずないまずない。うん、エリさん推理小説大好きだから楽しいってよかった。あ、よかった。私もうちのお母さんがさ、好きだもんね。すごいサスペンスにハマってた時期があって、それで一緒に見てた時もあったわ。赤い霊柩車とかめっちゃ見てたんだよね、うちのお母さん。いや、俺も見てたよ。片平渚さんだっけ。そうそう、渚さん。俺もおふくろが推理小説っていうかミステリー、サスペンスが好きだったから、俺もやっぱ見てたよ。見てたし、俺自身も好きだから、アキラすでに死んでるかもだけど。そう、サスペンス的なお決まりで言うと、いやー、そうか。そう、もう死んでたみたいな。もうすでにね。だって全然出てこないんだもん。そうそう、なんとか殺しの時にはもうすでにアキラは死んでたみたいな。あるわ、よくあるやつやん、それ。そう足取りがつかめないって言ってたから、ドラマ的に言うと、幹事が死んだ後にもうすぐ死んでて、で次郎殺しの時にはもうアキラは死んでるからアキラは犯人じゃないみたいな。でも実は幹事はアキラが殺してて、次郎は別の人が殺してるみたいなこともありえるから。それはあるね。そう。うちの母は赤川次郎さんとかの文庫本だらけだって。おー、赤川次郎か。いや、聞いたことある。赤川次郎ある。三毛猫ホームズとか書いてらっしゃる方じゃなかったっけ？三毛猫ホームズ。なんかタイトルにそそられるやん、それ。三毛猫ホームズ違ったっけ？金さん実家に帰ってない気がする。マジで？なる？あかねさん実家に帰らずになんていうの、機械を狙ってる説。あかねさんも怪しい？怪しい？めっちゃ推理しとるやん。順番の入れ替わりが八角的なって。そう。テレレレテレレレテレーって言った。三毛猫ホームズシリーズ。赤川何かわいいね、そのタイトル。赤川次郎さん。この方ね。この方。三毛猫ホームズシリーズはね、赤川次郎の幽霊列車とかあるよ。ファミコンソフトで。ゲームであんの？野草曲って何？赤川次郎さんが書いてんの？あ、そうなんだ。推理してらっしゃる。楽しいね。楽しいよ。エリーさんは山村、もみじさんね。もみじさんね。山本ミステリーだっけ？そう、絶対出る。絶対出るよね。出る。山本ミステリー赤い霊柩車。娘さんなんだっけ？もみじさん娘さん。そうだよね。やっぱ赤川次郎さんだった。三毛猫ホームズ。ドラマにもなってんの？三毛猫ホームズって。相葉くんがいるけど。相葉くんがなってるね。三毛猫ホームズ。ドラマであったんだ。あったんだ。ドラマか映画かどっちかだよ。これドラマじゃないの？ドラマ？多分。
深夜ドラマとかじゃない？違うか。初めて知った。ケネコホームズ。面白そう？面白そう。あ、漫画もあるっぽいよ。三毛猫ホームズ。これ漫画？これ漫画じゃないの？あ、漫画っぽい。ほら。あ、って書いてあるからそうだ。いやー、面白いわ。いや、山本もみじさんはね、もうあれネタだからね。そうそう。俺がね、見てたのってやっぱ赤い霊柩車と、あとなんだっけ。あれ、俺何見てたっけ？あ、でもさ、結局、ミステリーもミステリーだけど、刑事物も見てたから、おふくろはね、本当によくね、さすらってるやつとか、さすらってるやつ、はみ出してるやつとか、はみ出してるやつね。そう、はみ出してるやつとか、あと何だったっけ？さすらってる、はみ出してる。今でも相棒は見てる。今でも。あ、今でもね。ずっと見てる相棒。あとなんだっけ？あれ？藤川、誠さんがやってるやつってなんだっけ？あ、山村か。山村美沙。ミステリー。そうそう。ごめん、山本ちった言ってた。あ、そうなん。言ってた。お年取ったら市原悦子さん役にね、お願いだな。母も欠かさず相棒。今でもね、やっぱ相棒は見てるよね。相棒はね、面白いんだよね。あれもほら、シャーロック・ホームズをさ、日本人でやったらみたいなことでしょ。って感じだね。いや、ミステリーとかサスペンスは面白いよね。だからこういうのシリーズ化したいんだよね。動画としてね。まあ、いつもはできないけど、なんかね、単発というか定期的にやってみんなでさ、どうなのみたいな。これだったらほら、エリーさんも全然お茶の間でリビングで見れるでしょ。こういうのだったら全然どういうこと？堂々とお母様も一緒にほら楽しめそうなのかなとか。だってほら娘さんとは見てくれてるという話だから、そうだよ。お母様もぜひ見ていただきたいし、お母様ともさ、この配信をこのミステリーをそうなると嬉しいね。自宅の家族の推理大会の会話みたいで楽しい。あ、わかるわかる。わかる、それはね、わかる。ほら、ミステリーっていうかさ、こういう事件ものではないんだけど、あなたの番ですの時はそうだったよね。そう。あなたの番ですがやってるリアルタイムで見てた時は、ほら、あなたお母さんと一緒に。そう、ずっとね。いや、でもさ、あの人が、ああでこうでって。それが楽しいよ。まあ、そうだね。この人じゃないっていうのがね。今で言ったら、真犯人フラグだ。そうやね。になるのかな。そういうのはね、やっぱ話してて楽しいは楽しいよね。一つね、そういうのがあれば。いいよね。いいよね。面白いよね。じゃあ次はじゃあいつかな。火曜日か。火曜日に、明日でもいいんだけど、明日はちょっと用事があるから、明日はね、いつもの配信のスケジュールだと明日なんですけど、明日はちょっとお休みさせていただいて、火曜日にね、やろうかなと思ってます。で、オープニングのね、小ネタはね、もう尽きたんじゃないか？作れるかな、俺。でも、まあ、いろんなサスペンスあるからね。そう、いろんなサスペンスあるから。探偵ものとか。作れるかな、何か。なんか探してもろて。ただ本当に、この場を借りて本当にもう一回謝罪をさせていただくと、2じゃなくて T だったっていうところがね、本当に申し訳ございませんっていうところ。はい。っていうところで終わろうか。はい。このチャンネルは、こんな感じで、ミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信を行っておりますので、
もしよろしければチャンネル登録とかチャットは、お気軽にしていただけたら嬉しいです。はい。はい。アマーさんお疲れ様です。お疲れ様でした。すいません、最後までいけなかった。最後までいけなかった。ごめんなさい。まさかの前半。まだ半分ぐらい。後半にすら入ってなかった。エリーさんもお疲れ様です。ドラゴンさんもお疲れ様です。アイエイさんもお疲れ様です。シーゾーさんもお疲れ様です。次で終われるかな。どうかな。アニクマンさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。本当ね、今日もどんくらい4時間近いね、もう。本当皆さん本当最後までありがとうございます。4時間近く最後まで見ていただき、またチャットコメントもいろいろいっぱいいただき、本当にありがとうございます。ではね、また次の配信でお会いできたらなと思います。はい。明日日曜日か。お休みの方はゆっくり休んで、お仕事の方はほどほどにやっていきましょう。はい。では皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。おやすみなさい。